チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。永遠なる虚無よ、囚われし者の声を聞き届けたまえ。この永劫の孤独を断ち切る呪いを我に与えたまえ。死によって禁じられし栄唱に耳を傾けたまえ。我が魂と異なりし者よ、我が体を侵すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が精神を侵すがいい。この苦しみの先を見通す眼を我に授けよ。我が誇り、我が悲しみ、我が鎖よ、力と英知と復讐に変えるため。我が魂と異なりし者よ、我が魔法を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が意志となれ。はい。皆様、こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか？どうもこんばんは。カラスマ100です。皆さん来ていただいてありがとうございます。本日ちょっと金曜日にすいません。時間変更したんですけども、左翼占い VTuber がザ・コズミックホイールシスタープットコラボ実況プレイの第3回ということで、カラスマゲーミングやらせていただきたいと思います。ということで、本作にはですね、自傷行為や差別、性別違和、うつや不安などのテーマが含まれておりますので、視聴にはご注意くださいということで、今日もスカーレッタの音原風花さんよろしくお願いします。はい、占い師兼魔法少女人権派のスカーレッタピンクの方、音花風花でございます。こんばんもどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
ということで、いつも通りなんですけども、実況内容に失教者の政治的主張や思想が含まれる場合がありますので、あらかじめご了承願います。で、コメント等で謎解きやストーリーのネタバレ等は、お控えくださいますようお願いします。2人とも初見です。はい。あと、配信チャット欄とコメント欄のルールがありますので、そちらを概要欄で熟読の上守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。ということで、しょうがさん、サリーさん、615さん、コンカラスです。ものすごい勢いで突っ込んでくるカラスマ氏の絵文字。これ、あれだな、スタンプ、こっちでも使えるようにしなきゃいけないのかな。いや、じゃあ、原画渡します。処理したやつがあるので、綺麗にしたやつがあるので。すいません、ディスコードをよかったら参照してください。ファンサーバーとかやってるんで、よかったら、来てみてください。よろしくお願いします。そうですね。お願いします。はい。ということで、前回は、アキャビサコカラスです。デッキ作成はそうですね、それなりに順調なんですけれども、前回はですね、ちょっと、いまいち地球が滅びるかもしれないみたいな占いの結果が出てしまいまして、ちょっと納得いかないぞ、これはデッキを再構築せねばならんのではということで、風花さんとちょっといろいろ話し合ったりしたんですけれども、その辺からですね、カード作成の方からちょっと続きをやっていきたいと思っております。はい。はい。ということで、あきりしぼりさん、コメント、初コメありがとうございます。よろしくお願いします。私の、ショート動画の方に上げさせていただいております。アカペラの歌ってみたなのですが、そちらのイラスト描いてくださってる S 様ですね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。来てくださって。はい、そうです、そうです。ありがとうございます。来ていただいてよろしくお願いします。はい、いたします。はい、ということで続きからやっていきたいと思います。はい。ということで、前回のなんだっけ、雲のよう感じの魔女さん、ちょっと名前が失念してもうた。ルイーズさんでしたかね。ルイーズさんか。ルイーズさんを占ったところ、なんか地球を第2、3次世界大戦に導くとかなんとかすげえ物騒な占いの結果が出てしまいまして、それはやべえということで、ちょっとこのネクロロミコンというカードが良くなかったかなというところなんですけれども、確かに地球が滅びそうみたいな。なのでちょっと柔らかめのカードをですね、まずは作成していこうと思います。はい。つうことで、ちょっと2人で話し合ったんですけど、この喜びの大草原っていうカードがですね、割とヒーリングというか、優しさ寄りっていうことなんで、はい。ちょっとそちらを使ってですね、カードを作ってみたいと思います。そうなんですよ。そういう流れだったんですよ。ただエアーがほんと足りないんですよね。優しさとかだと結構その空気の元素、右上のね、4大元素を使ってこれカードを作っていくゲームなんですけど、なぜか我々エアーに恵まれなくて、なんか空気が全くないんで。そうなんですよ。ね、風化なのにね、風が足りなくてめちゃめちゃ困ってるんですけど。多分私が空気読めないからだと思う。いや、空気は読まなくていいんですよ。相手を尊重すればいいだけの話なので、その場の空気を読めよっていうのはね、いいんですけど。そうですね。いいんだけど、ただそのタロットカードで言うと、エアーが司るソードってですね、あんまり優しいカードじゃないんですよ。あ、そうなんですか？ソード、剣なので武器なんですね。ワンドが木の棒とかなので、一応凶器っちゃ凶器だし、火もね、だいぶ殺傷力があるっちゃあるんですけど、直接的な凶器であるのって、ソードだけなんですよね。4つ。カップはコップなので。で、地はペンタクル、護符であったりコインって言われるものなので、攻撃的だったり、感情を入れない理性的知的な判断っていうところがソードなんですけど、優しいカードを作るにはそれがいるっていうのも、だから、知恵があればあるほど、己は全てを知らないっ
っていう謙虚さを身につけられることによって優しくなれるっていうなんか真理を解かれてるのかもしれないですね。そういう感じなのかな。まあよくわかんないんですけど、例えばこういうね、剣ですごい攻撃的そうなカードだと必ずやっぱ火とか入ってるんですよね。だから火とか土は攻撃性が割と高い。こういうのもね、火ですしね。まあこれも風一応1個入ってるんだけど、ただね、風が足りない中で、その優しめのカードを作らなければならないのでね。はい。バーテンダーの出番ですよ。はい。あらゆる人の魂を覗き込み、搾取する方法。バーテンダーすいません。バーのカードをもう使ってしまったのでね、バーテンダー使いどころがなくなってたんですけど、バーテンダーを使えばいいとちょっとありましたので、攻略にありましたので、ちょっとバーテンダーを使ってみようと思います。はい、そうですね。なので、呪われたコーヒートーク大草原出張店をね、作ることになりましたので。はい花見さん、ここからです。そう、四大戦争だから、そうですね、プラトンのあれが元ネタなのかな。まあもう大体そうですね。まあ占いって割と昔からあった学問とか知識とかを基礎に受け継がれてきてるものなので、大体そういうものかな。言われてるんですけど、そして水のみで作れるのがまあこれですね。真実の鏡、持ち主だけを映し出す鏡ということで、これは嘘とかを見抜く能力があるってことなので、まあこれをバーテンの強化に、使うと。はい。うわ、すごい絵面になったな。飛んでますね。空飛ぶバーテンダー。どこが美しいだろうな。背景を決めるところからもまた変わりますよね。でも背景そうか。ちょっと、まあ、バーテンダーの人がいるから、こんな感じにしていいな。風車。いいですね。風車小屋ですかね。素敵ですね。風車小屋ですね。もうちょっとずらしたら落ちてる日も入りませんかね。太陽。そっか。太陽。で、そんな感じの場所、どうでしょう。風車、いいですね。風車小屋と太陽が少し見えるの。まあ、いいロケーションですね。いいですね。確かにね、他のカードに類を見ない穏やかさを出してくれている。スーパーバーテンダーアクション。スーパーバーテンダーですよ。はい。で、この右手に鏡かグラスを持たせるか。そうですね。多分鏡とグラスを持たせるといい感じになるのかな。次にこれをこんな感じで配置して、でもグラスの方がいいか。バーテンさんなので。まあそれか見せてるとかでもいいかもしれないですけど。で、なので、左手をその腰に添えてるやつじゃなくて、何かをまた掴んでる風のがあるじゃないですか、もう一個。腕が下に。これ？そうですね。なので、そっちに、なるほど。こうすればいいのか。どっちがいいかな。グラスが左手の方がいいのかな。どうなんだろう。でもこれだと確かに真実を照らす人っぽいかもしれない。はい。いいですね。だから、これを太陽のところに配置しますか。ちょっと恐ろしい感じで。その顔何なんだろうな。これ何なんでしょうね。真実なんだろうか。どうなんだろう。真実なんですかね。だいぶめちゃくちゃな組み合わせだけど、まあ、いいのかな。右手にボトル、左手にグラスを持たせることもできる。なるほど。逆の方がいいかな。そうでしょうね。右手に、そうか、ボトルとあれの方がいいのか。そうですね。ボトルでもいいでしょうし、鏡でもいいでしょうし。その鏡がね、設置台が手鏡なので、手で持っといた方がいいのかなって思ったりはしたけど。まあでもこれは烏丸画伯の本領発揮中なのでそうですね。太陽と同じ吊るされている。太陽と同じ位置に置いとくか。こんな感じで。そうだな。太陽と対にされがちな月なんですけど、ね、月鏡って言われたりとかして、ね、鏡との印象も強いので、太陽が外側、社会に向けての自分の姿だとするなら、月は自分の中にある自分の姿なので、そういう点でもだから鏡っていうのは
当てはまってるかなと思います。己を見つめるために鏡を用いるというか、鏡を通して己を見つめるということなので。なるほど。そうだな。うん。うん、なるほど。なんかですね、ただなんかよくわからないけど、調和してるような感じをする。なんかよくわからないけど。まあね、呪われたコーヒートークっていう単語を使うだけで何でも許される気がしてしまうから面白いですよね。呪われたコーヒー。呪われしコーヒートークが何でもしてくれてるので。よかったらコーヒートーク実況、ね、皆さんアーカイブありますのでチェックしてください。見てください。はい、面白いです。いや、そうだな。ただ、タバコとかも、昔はその呪術的な意味があったりとかするので、まあお酒もそうですけど。これあれ説明ができるんだ。なるほど。でもゲームあれをしてないので、これコントローラーのあれじゃないな。なるほど。タバコの神話も実はあって、何だったかな。はい、子供を失って悲しんでいる、はい、親御さんと家族を見ていられなくて、その葉を丸めて火をつけてその煙を吸いなさいっていうところから始まったのがタバコっていう、確か神話があったんですよ。あ、そうなんですね。ですね。それにやっぱ煙が出るし、香草っていうか、まあそれなりのものを燃やすので、やっぱ呪術的にも意味があったりとか、まあね、最近っていうかまあ比較的近代のね、漫画とかアニメとかでもそのタバコの煙が魔術の、ね、あれになったりとかもすると思うんですけど、でお酒とかもそうですよね。酔っ払って見えるものが、降りてきてるっていうか、まあトランス状態、何か憑依させた状態っていうところになったりとかもねするので、あ、これお酒なんだ。なるほど。この黄色く長いもの、なんか私普通に野原に生やしていたんですけどあ、そういうことか。あ、なるほど。傾けたらそうか。なるほどですね。つって伝うやつか。すごい。なるほど。それに気づくのがすごいですね。はいはいはい、はい。私もなんだろうな、これ、ムーミンのニョロニョロかなと思って見てたので。どうもキレオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。カラスです。ありがとうございます。だから1個ぐらいこんな感じにしといた方がいいのか。なるほど。いいですね。空から注がれてくるネクタールみたいな感じでいいですね。いいですね。はい。なるほど。いいですね。なんか、まとまってなったのかな。まとまったような、まとまってないような。無理くりまとめているような気がするけど。まあなんかタバコはね、ちょっと邪悪なものになってしまいましたが、誰かさんのせいで。はい。そうですね。ということで、なんか無理くりまとめてみました。大草原出張店、いかがでしょうか。はい。呪われコーヒートーク出張店です。呪いのコーヒートーク。はい。よし、呪い発動。仮面がね、呪い、仮面がやっぱいい感じに呪い味がありますよね。ウイスキーサワー。大草原は瞑想の領域を提供する。失われし者を手繰り寄せるカクテルの技法は誘惑への扉を開く。様々な種類の愛を目撃するバーテンダーは隠された感情に触れることができる。鏡は真実に相当しないものを消失させる。正義、対話、平和、誘惑、憧れ、情熱。平和が入ってる。いいですね。正義も平和も。正義と平和があるのいいですね。いいですね。あと火使ってないのに情熱があるんだ。お酒の力なのかな。面白いなこれ。なんかあと対話はそうですね。バーテンさんの、職業として、ね、大きいもの、まあコーヒートークとかになるような、まああちらはお酒出さないのでバリスタと呼ばれますけれど、やっぱそうやってねカウンター越しにお客様との会話をするっていうのがそのメインのお店があったりもねしますから、なるほどな、そういうことか。なるほど。よし。いい感じの、カードが手に入ってエアーがまあもうないので、はい。とりあえずもうないですね。とりあえずこれでいきましょ
ということで、次は、例のですね、融合しちゃった人を呼ばないといけないですよね。のかな。うん。そうですね、おそらく次の方が結構大変。あれ ?2 人に増えてる。そうですね。ジャスミン右下は前回お呼びしましたジャスミンさんですね。あ、そっか。ルイーズさんをクリアしたから次にまたジャスミンさんに戻っていくのかな。ルイーズに力を貸してくれてありがとう。迷惑になってないといいんだけど、まさかあの子が直接あなたに連絡するとは思わなくて、顛末を知りたいからそっちよりいいと。なるほど。で、こっちがグレーテさんですね。なるほど。まあ、とりあえずグレーテさんから呼びます。順番的に。そうですね。まあ、ジャスミン。並行して進めていきますか。はい。まあ、ジャスミンさん呼んだらね、さらに話が進むかもしれないけど、まあ、ちょっととりあえず予定通りグレーテさんを呼んでみましょう。はい。すごい着方したな。なんかすごい骨に乗っとる。おお。ようこそ、グレーテ。こんにちは、フォルトゥーナ。招いてくれてありがとう。あなたの状況については、ダリアから少し聞いてる。まあ、見ての通りというやつよ。なかなかひどそうね。自分で整理するためにも、口に出して説明させて。私は、ベヒモスと同化した。どんな気分？変わった質問をするのね。よく知らないものからすれば、最悪な状況に見えるだろうけど、気分に焦点を当てて話すなら、実際のところ、全く悪い気分じゃない。見た目は確かにおぞましいけれど。だから突っ込んでいいですか？でもコメント来てるけど、めっちゃかっこいいですよね、この人。なんか素晴らしいですよね。なんか最初からこういう仮面とかつけてらっしゃる方なんじゃないかっていう仮面なんですっつって押し通せば全然通る気がするんですけど、まあやっぱり魔女の人にはでも、魔法でトリックが、そう。すぐベヒモスだってバレちゃうのかな。魔法のトリックでそう目が光ってるってなるけど、ベヒモスの魔力を感じられるのかもしれないですね。ある程度は。ちなみに、エイブラマーさんは確か、はい、感知できないって言ってましたけど、ちなみに初見の方いると思うので、あれ一応言っておくと、ベヒモスっていうのはこの、作品における悪魔みたいな存在ですね。はい。そうですね。魔女と契約して、まあ対価代償と引き換えに魔女に力を与えるというものがベヒモスというふうに、表現されていますね。でやっぱり女性言葉を当てる必要はありましたか、グレーテさんに。確かにいやまあ別にいいんですよ。別にいいんですけど、なんでしょうね、スーツ着てがっしり決めているからかっこいいから女言葉を使うなとかじゃなくて、なんか出てきてるキャラクター全員エイブラマーさん以外まあ古の女言葉と呼ばれる役割語っていうか言葉を使わされて、そうですね、ので必要はあるかって思う。せっかくのゲームがなのにいろんなキャラクターがいろんな話し方をすればいいのに、だからって思って、ちょっとそこは残念感を感じるかな。そうですね。ちょっと翻訳がちょっと、まあもともとね、おそらくスペイン語のゲームなので、おそらくそこで、そうですね、ローカライズするところで、あんまり、だからといってそうだな、だからフォルトゥーナさんとかジャスミンさんみたいなフェミニンに見える方に女性役割語で、他の方をちょっとなんとかだよとかなんとかだぜとかなんとかだなみたいな感じにすればいいかって言われると、結局それも外から見た姿に対して言葉を当てはめてることになるので、難しいなって。まあローカライズすごく難しい。やっぱ他のまあドイツとかにも男性名詞女性名詞ってあるはあるけど、日本語もだから、
そういうところを乗り越えていかないといけないんじゃないかなって思うは思うけど、難しいですよね。やっぱ染みついちゃってるし、キャラクターを演出するためにやっぱそういう役割語を使っちゃったりもするからな。まあそこは難しいな。読む時の裁量にお任せしますがはい、はい、痛みはないし、抽象的なレベルにおいてならベヒモスとある種のコミュニケーションを取ることもできる。自分がより強力になった感覚すらある。そうなんだ。いずれにせよ苦しんでなくてよかった。とはいえ喜ばしい状況ではない。まずベヒモスを召喚したことが知られれば、私は処刑される可能性が高い。そして何より、私は自分の美しい頬骨を取り戻したい。それは確かに重要ね。うん。あなたは私を助けられると思う？治す方法が存在するなら、私のデッキがそれを教えてくれるはず。でもまずはあなたについてもっと知る必要がある。いくつか質問してもいい？もちろん。何が知りたい？ここから質問になるんですね。一ノ瀬さん、コンカラスです。口調はそうですね、役者の腕が出ますよね。ちょっとギャップを狙ってる感じがしちゃって、ここはちょっと微妙かなという感じですね、グレーテさんには確かに。ただなんかそのギャップ萌えっていう言葉の危うさを最近なんか思い知ってるところでもある。勝手にそう思ってるっていうだけのね、こちらの枠から外れたことで生まれるなんか脳のこう快感物質みたいな感じになっちゃうので、なんかやっぱちょっと己の、ね、中のいろいろなものをこう見つめ直すきっかけをねすごくいただいてるなと思います、本当に。でもこれどれから聞きゃいいんでしょう。なんかなんかフランクに聞くなら自由な時間だけど、エイダーナはまあないとして、そうですでもベヒモスから聞けたらちょっと直接的すぎるのかなという気がするんですけど、魔法建築家から聞きます？なんか間を取って。そうですね。だからこそ頬骨、己の骨格を愛しているっていうボディポジティブなところでの発言なのかなと思うので、さっきのセリフはすごく私も好きです。そうですね。そうですね。なので魔法建築にすごく情熱を注いでいらっしゃるっていうのはね、ダリアさんのお話からも伺えているので、そうですね。先にやはりグレーテさんを最も大きく構成しているであろう職業というか肩書きについてお尋ねしてみますかね。はい。魔法建築家という仕事について聞かせて。これは私が作った肩書きなの。少なくとも私は自分以外に建築家を名乗る魔女に出会ったことがない。じゃあ先駆者ってわけね。私はただ物を作るのが好きなだけ。人間だった頃も建築家をしていたし。元人間なんだ。グレーテさんも元人間。魔女って大体元人間なんですかね。どうなんだろう。その辺は明かされるのかな。ですね。何かしらの儀式を超えて魔女になるのか、もともと地球人とは違う種族がそういう風になるかっていうところだとは思うんですけどね。カードの説明とかを見てる限りも。ただ全てを自分で設計して実行できる今とは違い、当時の私は何年もかけて建築プロジェクトを監督する立場だったけど、煩わしいお役所手続きなんかもやってね。私が挑戦したのは純粋にストレスが原因だと言えるんじゃないかな。それにここでは物理的法則に縛られずに魔法を駆使できる
そう考えると、地球で物を建てるのって大変そうだね。うん。私はマインクラフトでもクリエイティブモードでのプレイを好むタイプだった。おお、マインクラフト。マインクラフトプレイヤーの人だった。クリエイティブしてるじゃない。すごい。そんな趣味の領域まで全部建築家なんだ。すごいな。ああ、もうじゃあ、ね、いい意味で本当天職という転職だか、ったんですね。というか好きなことを仕事にして生きていけるっていう、というかこの世界稀有な方。マイクラあるんですね。マイクラあるんですね。すごいな。ちょっと比較的もしかして若い魔女なのかな。地球がって言われてたと思うんですよね。多分そっかフォルトゥーナさんが流刑にされた後に来てる若い魔女のはずなので。じゃあ100歳ぐらいとかそれぐらいなのかな、もしかして。そうなると確かに地球がドーム化する直前とかまで人間だった可能性もありますね。うん。かな。ドーム作りであまりにも過酷すぎて、そのせいで覚醒した可能性はあるのかもしれないですね。そうですね。どうなんだろう。どうなんだ。確かに建築家だったらドーム作りに関わってる可能性もあるのか。それが嫌すぎてね、うわーってなったのかもしれないですしね。自分の作りたいものじゃなくて、こう、もう何の美もかけらもないものとかね。あれですよ、スタンリーパラブルでも。はい。すいません。ちなみにこの世界の地球は気候変動により、都市がドームで覆われているそうです。はい。はい。でもマインクラフトはあまりにも有名すぎて、いろんなゲームにね、こうやってこう友情出演してることがありますよね。以前私たちが実況したスタンリーパラブルにも、ね、マイクラに突然飛ばされるので。面白いですよね。ね。マインクラフト？ああ、あなたの時代にはまだなかったのかな。あなたも地球から来たのでしょ？こっちに登ったのはいつのこと？ 1968 年。ああ、それぐらいなんだ。おお。じゃあやっぱり当時のその、エヴァさんたちの苦しみはいかばかりかってところですよね。そうですね。第2回実況を第1回か。第1回実況の後半を参照ください。はい。ください。はい。なるほど。私は2000年に生まれ、2032年に昇格した。昇生した。若いですね。割と我々と同時代人。なるほど。まあ確かにそれぐらいな感じしますね。ヒッピーだったの？ではないかな。そういう知り合いはたくさんいたけど。キッチンカーを持ってて、いろんなイベントに参加したりしてた。副業でタロットカードをやりつつね。素敵じゃない。あなたが中世出身の魔女の一員じゃなくてよかった。私は彼女たちを好まないから。あの人たち、めちゃめちゃ堅苦しいもんね。じゃあ次の質問だけど。ってことはエイダーナは本当に中世の魔女狩り時代のもしかして出身なのかな。だからこそ堅苦しいっていうか、ルールに厳格。人権とかそういう概念を知らない可能性があるかもしれない。まあ、だからといって許されることじゃないですけど。そうですね。はい。長く生きてるんだから学べるはずなので、勉強してくれませんかって、ルソーとかロックとかいいですよね。今でも読みやすい。はい。皆さん勉強しましょう。じゃあ、とりあえず自由時間の話を聞いてみますか。そうですね。待って。私は尋問されるより、あなたと話がしたいのだけど。これは尋問じゃなくてインタビュー。それに、私なんて大して興味深い存在じゃないし。そんなことはない気がする。
人間みんな興味深い存在ですよ。はい。まあ人間じゃなくてもそうですけど。何を言うの。あらゆる魔女は興味深い存在よ。そしてあなたは、私たちの古文に所属する唯一の占い師。ダリアは、あなたのことをとても高く評価している。私は、もっとあなたについて知りたい。あなたには特別なオーラがある。この手で守ってあげたくなるような。あなたはとても愛らしい。それはどうも。それで、あなたは何が知りたいの？そうね。あなたが求めるものは何？自由。それは根源的な答えじゃない。究極の話。あなたにとっての生きがいとは何？あなたを突き動かすものは何？ここ選択なんだ。あでも今までの答えから聞くと自己実現ですよね。多分。二つ目が確かそうじゃなかったですかね。好奇心。ここでそう、二つ目の質問がそうですよね。エイブラマーさんとのそう。自己実現とかなんか自分軸の話だったと思うので、でも聞かれるまあでもそうだな、グレーテさんもアーティストだからやっぱり気になるんでしょうね、いろいろ。面白いな。じゃあ自己実現と答えておきますか。そうですね、フォルトゥーナさんにとって占いは自己実現のための、好奇の目を持って他人の何かを覗こうとしているわけでもないし、言い当ててすごいって言われることに快感を感じているわけでもないので、そうですね、我々からすると自己実現なのかな。自己実現。なるほど。それがあなたの強さの源というわけね。興味深いね。なんか、私はあなたの研究対象にしてない？あなたのように素晴らしい魔女を分析する機会はそうそうないから。まあ2番目はないとして、まあ好きにしないから好きに分析してでいいんですかね、この場合。そうですね、変わってるっていうのって褒め言葉の時と、皮肉とか、そうですよね。そうですよ、八つ橋ね、いわゆる八つ橋論法だったりする時もあるので、はい。まあ気にしないから好きに分析して。話に付き合ってくれてありがとう。実際私はあなたとの会話をとても楽しんでいる。それならよかった。今度は私の番？ええ。何が知りたい？なんかまた同じ選択肢が。はい。ね。対等な会話のキャッチボールを今回してるっていう。占い師って割と相手に尋ねて相手に答えてもらってっていうところから始まるので、フォルトゥーナさんの動きというか流れ自体は確かにその相談者クライアントからのお話を聞くっていう流れとして間違いじゃないんですけど、今回そのグレーテさんは、占ってもらうことというよりかはこう一緒にプロジェクトというかだからそうですねっていうところですごく主体性を持っておられるからこういうふうに会話をなさるんだろうなと思って面白いなと思いました。伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。カラスです。ありがとうございます。じゃあ、そろそろ核心部分に聞いてみますか。なんかエイダーナの話聞いたら先に進んじゃうような気がするし。はい。何をするのが好きかは聞かなくていいですか？さっきそれを選んだら、あれだったんですよね。そうです。もう一回聞いてみます？どうなんだろう。今度は答えてくれるのかな？どうなんだろう。
なんか悩ましいですね。なんでこの質問もう一回出てきたんだろう。できればやっぱりまあできる限り全部聞きたいですよね。ですよね。占いの時とかもやっぱりグレーテさんが持っているものがある程度やっぱ揃ってないと、まあゲーム的に勝手に選択させられるとはいえ、私的にはもうちょっとグレーテさんの人となりが分かると占いやすいというか。ってことはもう一回同じ質問してみればいいのか。なるほど。ちそうですね。ょっと聞いてみましょう。どうかな。はい、答えてくれるかな。自由な時間があるときは何をするのが好き？まあ、ほとんどの時間は自分のプロジェクトに費やしているかな。おお、答えてくれましたね、ちゃんと。おー。でも、たまに燃え尽きそうになるときがあるから、そういう場合は本を読む。エッセイやアーケインに関する文献などをね。とはいえ、それも哲学に関するものがほとんどだから、結局のところ、休んでいないに等しいかも。あと、長い時間湯船に浸かるのも好き。だけどそんな時でも、考えることはやめられない。私は、悟りへの終わりなき探求から逃れられないの。ジャスミンに会ったことは？ない。ダリアから話はよく聞いているけど。なぜ聞くの？あなたがリラックスするのを手助けしてくれるかも。ジャスミンの専門はティークラフトだから。彼女のおかげで私もいろんな困難を乗り切ることができた。素敵じゃない。魔女のドラッグというわけね。まあ、そんなようなものかな。でも人間が作るものと違って体に害はない。なんであれ試してみたい。ぜひ紹介して。じゃあ、伝えとくね。フォルトゥーナ、聞かせてちょうだい。あなたは誰かと交際することについてどう考えてる？私がシングルかどうか聞いてるわけ？そうじゃない。シングルなの？うん。素敵ね。私が聞きたいのは、あなたが恋愛というものをどう捉えているか。それがなければ、生きていけないという者もいれば、そんなものは全く必要ないという者もいる。あなたはどうなのか、興味がある。あなたは、誰かと交際することについてどう考えてる？おお、これも選択なんだ。ね、すごいな。まあ、ただこの腹を割って話すっていうスタンスなので、こういう踏み込んだ質問をするのも、まあ、おかしくないし失礼ではないっていう前提はもちろんあるんですけれど。そうですね。ただ本当にだから恋愛がないと生きていけない方もいれば、なくてもいいっていう方もいる。だから恋愛しないなんて人生損してるよっていうのはやっぱ違うし、だからといって恋愛なんてくだらない、あんたって結局属性にまみれてるねみたいな感じの冷笑も良くないです。やっぱ価値観はいろいろありますし、やっぱご縁なので、と思いますけど。さて、フォルトゥーナさんは何と答えるかな。でもフォルトゥーナっぽい答えだと、まあ自分軸っていう意味では一番下なのかもしれないけど、でもなんか本人が言いそうなのは2と3だなという気がする。まあでも恋愛も自分軸ですからね。自分が誰と一緒にいたいかっていうのを自分の意思で決めるということでもあるので、もちろん相手が答えてくれたらの話ですけれど、まあなので、まあ地球での3人でのお話を聞いてた限りでは真ん中の、まあ、2番目3番目のどちらかなっていうところではありますが、プレイヤーがねどれを選ぶかっていうところは
だからその良さがわからない方の選択肢を準備してるっていうのもすごく正しうん、そういですね。ですねって思って。うんうん。うん。まあそう考そうだえるとな悪いものじゃないけど重要視されすぎている。まあなんかね、何でもロマンティックにすればいいというものではないということで。いやまあ、はいそれは本当にそうなんですよ。創作物にね、でしかもヘテロラブが多いんですよ。そうですね。もうヘテロラブじゃないんだったらまだ今まで透明化してきた分、同性愛の描写があるのは何の意味もなく同性愛描写って言われるかもしれないけど、お前らが何の意味もなく異性愛描写を入れてきた分だよっていうところをちょっとやり返したいというか、まあ、そこの非対称性があるので、そうなんですけど、まあ、確かにでも恋愛がなくてもだから本当シスターフッドとか、そういうまあソーシャルな心のつながり、ロマンティックではなくとも深い関係を築くことができるっていうところでいくと、確かに3番目もありなのかな。まあ否定的とも取れるけど、傷つけないものは2番目だろうけど、でもまあ重要視されすぎてるっていう言い方は確かにそうだな。まあ、グレーテさんはなんかどちらかというと恋愛に結構こだわりがあるっぽい感じはしますよね。運命を感じたらいいなっていう。だからこう恋をしたいのではなく、恋に落ちたからやりたいっていう感じなのかなって思いますね。なるほど。なんかすごく刹那的っていう言い方おかしいですけど、なんかこう、そうだな。やっぱこう地道になんか将来設計として考えている考えてるかもしれないですけど、そうというよりかはフィーリングが合う方が現れた時にそうなるとどうなるんだろうっていう未知への探求心なのかもしれない。なるほど。面白いな。どうしましょうか。まあ3番目がそうですね。いいかな。悪いものじゃないけど重要視されすぎてるとも思う。そうね。積極的に相手を求めて探すことはトローやストレスの源でもある。そうしたことは宇宙の輪の導きに任せておいた方がいい。そうね。そう。ではあなたの番。何が知りたい？まあ一応納得してくれたからいいのか。だからやっぱりこう恋をするために誰かを探すとかじゃなくて、こうふと目の前に現れてきた誰かとのご縁っていう感じなんですかね。というところなのかな。じゃあベヒモスについて聞いてみますか。そうですね。割と確信っちゃ確信か。なぜベヒモスを召喚したの？それを話すのは簡単じゃないかな。いや、ベヒモスを使った理由は単純。石切り場の巨人の頭部を削って神殿を作りたかったの。素材が硬質であるほど祭壇の力も高まるから。でもあの巨人の頭部は削る力に対して不可思議に抵抗する。自分が知るあらゆる手段を試しても効果がなかったため、禁忌の魔法に手を出すことにしたの。なんでそうまでしてその神殿を作りたいわけ？そこが話すのが難しいところ。私は意味を求めている。意味？答えが出ない問いだということは分かっている。あるいは未だ答えが出されていない問いと捉えた方がいくらか前向きかな。つまり生きることの意味よ。こんな風に口に出すと自分が滑稽に思えるけど。
なんかすごい生きることに意味ないはちょっとニヒリスティックすぎますね。そうですね。文脈がないと2番目の答えは危ういです。危ういですね。意味がないと生きていけないっていう価値観の方を否定しちゃダメなので、説得はしていいとか対話とか議論はしていいんですけど、その言葉だけを投げつけてじゃあなってするのはちょっとやっぱあまりにも通り魔的すぎるというか通り魔確かに、なのでやっぱなんで自分は生きてるのかっていうところにやっぱ気分が落ち込むと生きることが苦痛になるので、なんで生きてるんだろうっていうふうに思考がね、行く方もいるというか、私もそうなんですけど、なんで私はこんなクソみたいな地球に生まれてきてしまったんだって言って、最近とかもね、ちょっと自国の首相を見ながら悲しい思いをしてたりするんですけれど、でもやっぱり、自国の首相に傷つけられるために生きてるのが意味ではない。とは思うんですけどね。でもやっぱいろいろ考えますよね。意味がないと苦しい方もいるし、もちろんなくてもいい方もいるので、ただその誰だって時々そういうことを考えるで、だからあなたが考えないのはおかしいって文脈で使うとダメなんですけど、考えうることだから自然だという。そうですね。だから恋愛感情を持っても持たなくてもどちらでも自然、おかしいことではないっていうのが今の正解じゃないですか。はい。っていう意味でいくと、考えても考えなくても大丈夫っていうところでいくならやっぱ上かな。グレーデさんが自重的に言っているのでやっぱりそうだな。上の方がいいかもしんないな。クソリパーになってはいけない。いや、それは本当にそう。なんで？誰だって時々そういうこと考えるでしょ？かもしれない。でも私は、それに取り憑かれている。この問いを頭から振り払えない。あなたは占い師でしょ。ならば、この現実に対する洞察に優れているはず。すべては筋書きに従って動いているのか？私たちは、誰かが書いている物語の登場人物なのか？これは、単なる仮想現実なのか？この世界は実在するのか？それとも、私の想像の産物に過ぎないのか？私があなたから目をそらした瞬間に、あなたの存在は現実から消えるのか？私たちは、みんなが主人公？私たちに目的はあるのか？なるほどね。私が気づけていない宇宙の真理が存在するのか？この世界が誕生する前にも何かが存在したのか？なぜ他のみんなはこの疑問に取り憑かれていないのか？グレーテ。ごめんなさい。考え出すと止まらなくなってしまって。一人でいると永遠にこういうことを考え続けてしまって耐えられなくなる。私は答えを求め、数えきれないほどの試作の神殿を建設した。でも、考えれば考えるほど、新たな疑問が湧いてくる。おかげで、この一世紀の間全く眠れていない。一世紀眠ってないの？それは、そのせいでやつれてるのかな？頬がこけてるの。そうですね。どうなんだろう。別にそういう美しい頬骨が目立つお顔なのかなっていうところだったんですけど、寝れてない魔女にとって睡眠がどれだけ大事なのかが分かんないんですけど、まあね、なくてもいいんでしょうけど、ちょっと経験ただやっぱ元が人間、元が人間なので、やっぱその時の本能ってなかなかなくならないと思うんですよ。特にその、若い魔女ということなので、やっぱ100年程度じゃ
まだ人間から離れきれないのかもしれないので、はい。でしかも2000年に生まれて38年だったでしょ。はい。だからまだ38歳のすごく若い時に魔女になっておられるから、はい。でそうなるとやっぱりまだ80歳で魔女になったよりもうん。時間とか感覚がだいぶ違うんじゃないかなと思うので、うんうんだからベヒモスを召喚した。なんだこれ。うん。あ、なんだろう。今を生きるよりも我を思うゆえに我ありの方が私にとって重要な命題だから。あ、コギトエルゴスムか。これあれですかね、スペイン語。あれ、スペイン語でしたっけ？あれ、デカルトですよね、確か。哲学者のそういうフレーズがあるんですけど。そうですね。我を思うゆえに我ありは知ってるので、うんうんうん、そっか。なるほどな。ちゃんとここで日本語に全部置き換えるんじゃなくて原文載せてるのは偉い。あ、そうか、ラテン語か。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ニュアンスがやっぱね、多少はずれるので。そうですね。西洋哲学だから、はい。これは確かに原文でないと伝わりにくいところかもしれない。はい、何より、私は魔女。私たち魔女ができなければ、一体誰が宇宙の秘密を解き明かすというの？ボストンの建築家の地位にとどまらず、わざわざ宇宙に登ったのは何のため？カードって物事を予知できるだけじゃなくて、瞑想の道具としても非常に有効なの。そうなんです。カードが、とっちらかった思考で、何を取り出していいかわからないっていうごちゃごちゃした時にカードを引いて、そのキーワードから、これをじゃあまず考えてみようかなとか見落としてたなっていう風に自己分析に使うことができるので、何も本当に予知しようとか、本当に予知とかしない方がいいんですけど、はい、あくまで可能性の一部を除いているだけなので、はい、なので瞑想するときに1枚カードを引いて、こういうことかと思って、こう心を落ち着けたりリラックスさせたり、信心深い方とか興味深い方とか、スピリットの導きに身を委ねって感じで、全然楽しみ方が十人十色なので、好きにしていただいて全然いいよっていうのがカードなので、このフォルトゥーナさんの提案はその通りだと思います。ただフォルトゥーナさんの占いは予知じゃなくてただの、予言の可能性があるっていうところがちょっと怖いので、そうだな。よかったらあなたの自分探しの手伝いをするよ。本当？もちろん。お互いにこの窮地を脱出できたら、あなたの神殿で一緒に瞑想しましょう。私のデッキを介して、あなたの神殿とチャネリングすれば、何かすごいことがわかるかもしれない。心が躍るような提案ね。ぜひとも、一緒に宇宙を解析しましょう。ところで、あなたにとっての窮地というのは？私は流刑に処されて、この小惑星に幽閉されてる。まあ、今はその話はいいよ。なるほど。では、あなたが自由になれるように、私もできる限り協力する。つまり、私たちは仲間ってことかな。なるほど。
なるほど。まあなんかベヒモスもニコニコしてるのがねまあ融合してるから当たり前っちゃ当たり前なんですけど、多分ものすごくシンクロ率が高かったんだと思うので、感性が一緒の可能性があるので、まあ、だからグレーテさんが嬉しい時にはベヒモスも嬉しいし、なんかはあって思う時はベヒモスもはあって思ってるっていうことなのかなね。まあ私もベヒモスを召喚したから仲間ですね。それはまだ言えないけど。そうですね、それは言えないけど仲間だね。仲間か。素敵だね。私がやろうとしていることに意味を見出してくれた人はこれまでいなかった。ありがとう、フォルトゥーナ。あなたは全体の幸福よりも個の幸福を重視する？なんなのいきなり。あなたとコミュニティ、あるいはあなたとこの世の中、どちらがより重要？この質問に関しては曖昧な答えは受け付けない。絶対にどちらかを選ばなくてはならないとしたら、どちらを選ぶ？自分自身か、それとも全体？自分自身の幸福が思うがままにヘイトスピーチをまき散らすとかだったら論外なんですけど、はい、まあそれを幸福とするのはやっぱちょっとダメっていうか、それは幸福ではないので勘違いしてるのであれなんですけど、ただその個人全体主義でしょ、全体の幸福って。まあ、ただそれだけとも、それだけとも限らないんですよね。公共の福祉だとか社会正義とかっていうのは全体の幸福なので、なんか公共性に奉仕するって意味だったら全体の幸福だけど、そうですね。まあ我々も社会を変えるためにやってるので、まあただ我々どっちのためにもやってるじゃないですか。自分自身のありようというか、自分自身が何か社会に一石を投じたいというか、誰かと手を取り合って社会を変えていきたいっていう活動理念でやってるので、まあ自分自身のためでもあるが、それが結果的に全体の幸福になってるっていうだけなので、まあただなので個人単位で行くなら自分自身の幸福をとっていいんじゃないかなって個人的には思うんですよね。なるほど。自分自身が幸せになる、で私が幸せになることを望んでくれている方々は私が幸せだと幸せなわけじゃないですか。でそれがどんどん連鎖していって全体の幸福になるっていうふうに私は思ってるので、やっぱり個を殺して全体を幸福にするのは間違ってるんですよ。まあそうですね。まあだからまあ国と民の話ね、私が大好きでよくしてるんですけど、ね、国が民のためにあるのであって民が国のためにあるのではないので、その理論でいくと上な気はするんですけど、烏丸さん的にはいかがでしょうか。まあそうですね。今までの流れからしてもフォルトゥーナさんは個人の幸福を目指している方だと思うので、そういう意味でもまあ自分自身の幸福の方がふさわしいのかなという気がしました。まあ別に何だろう、快楽主義というかそういう悪い方向に行ってる人ではないので、はい、そうですね。でしかもやっぱ自分に余裕があるからこそ全体の幸福に貢献できるってことだと思うので、やっぱりまずはあなた自身が満たされないといけないねっていうところだと思うんですけどね。はい、ということで自分の幸福です。はい。自分自身の幸福。それによって世の中に悪影響が及ぶとしても。突っ込んできた。世の中なんてクソくらいってそれはある。クソくらいの世の中だから変えようっていうところですけどね。でもまあみんなで享受すべきですよねでもやっぱりだと回答変更したことになっちゃうのか。さっきのに戻るのかな。自分が幸せじゃなかったら存在する意味がないなのか。なのでまあ自分が幸せじゃないけど社会が幸せになるって結局
今日の掃除当番、うちら3人で出かけたいから、風花変わってくんないって言って、嫌だけど受け入れたら、ああ、風花のおかげでみんな楽しいっていう、まあ、例えがクソ最悪ですけど、つまりそういうことだと思うんですよ。って思うので、まず自分が幸せで、ただ幸せの定義は人それぞれ違うので、自分は幸せじゃないからダメなんだって思わないでほしいんですけど、曖昧な定義なのでね、幸せって本当に。まあ、とりあえず最低限衣食住に困らなければひとまず幸せだとは思うんですけれど、暴力に怯えることなく、いつ上から爆弾が降ってくるかなんて考えることもなく、寝て起きて食べて話して遊んで笑って泣いて、また眠りにつける、安心して眠りにつけるっていうのが幸せだと思うんですけど、それってやっぱ全体の幸せにつながるのっていう、また同じ理論かな。まあ本当はね、本当は一番上のね、選択肢が感覚的には近いんですが、文脈を、ゲーム的にその前後の文脈を拾ってくれるわけじゃないので、一番近いのは、どうかな、真ん中だと思います？まあそうですね。なんか一番下でもいい気はするけど、一番下だとなんか回答変更してるっていう風に考えられちゃうような気がするんで、それも考えると、まあ、一貫した答えとしては、まあ自分の幸せを追求するっていうことかな。幸福追求権が人間にはあるので、まあ、彼女は魔女だけど。はい。ということで。自分が幸せじゃなかったら、存在する意味なくない？言いたいことはよくわかる。これについては私もよく考えた。現実も結局のところ建造物のようなもの。私たちがこの宇宙で死を迎えた瞬間に、全ては消失する。だとすれば、それを憂いでどうなるのか。他者を幸福にすることが自分の幸福につながることもあるけどね。まあ、そういうふうに思えるのは恵まれた環境にいる人だけだと思うけど。確かに。この問題に関しては明確な答えがなさそうだね。他に質問は？何が知りたい？エイダーナさんについて聞くか聞かないか選べるんですね。なんか前もそうじゃなかったです。エイダーナさんについて。そうですね。まあでも聞かざるを得ないですよね。もう聞けと言わんばかりに最後に連絡し残ってるし。まあそう、まあ聞かなかったことでたどり着くルートとかもあるのかもしれないけど、どうなんだろうな。いやまあ聞きましょう。わかんないな。でも聞いておきますか。はい。エイダーナについてどう思う？ああ、我らが長について話すというわけね。私たちはお互いに彼女のことをよく思っていない。そうでしょ？そりゃ1000年間も幽閉くらえば嬉しい気分にはならないよね。あなたはベヒモスを召喚したという事実が権威に対する私の尊敬の度合いを物語っているかと思う。以前は彼女に対して特別悪い感情を抱いていなかった。私がプロジェクトに専念するのを許容してくれていたし。でも今は違う。私がしたことを知れば、彼女は私を処刑するでしょうから。よって私は、ベヒモスかエイダーナのどちらかを排除せねばならない。おっと、すごいこと言うね。そう。でも、少なくともこの知識への探求が終わるまでは消されたくないから。なるほど。まあ、彼女の方針にうんざりしているのはあなただけじゃないし。不満を抱えている多くの魔女たちを操れると考えてるなら、エイダーナは相当自信過剰だと思う。誤解しないで。古文の安定を維持するために一定のルールが必要なことは私も理解している。
でも、彼女が独断で罰を与えることには同意できない。それはそう。うん。それはそう。どんな状況下であれ、魔女に死や流刑を命じるというのは間違っている。過ちを犯した者に必要なのは、導きと許しよ。私たちは軍隊ではなく、家族なのだから。全くもって同意だわ。相手を追い込むのは建設的じゃない。そうね。フォルトゥーナ。もう、占ってもらう準備はできたと思う。ええ、そうね。では、始めましょう。うん、確かにそうですね。人を裁くのは法であって人じゃないそうですので、ね。なんかこの、うんエイダーナさんの古文だとエイダーナさんが法律になってる感じがすごくするので、それはすげえ良くない。独裁ですよね。よくない。ない。なんか、あれ、我が国の首相かなみたいな感じの、ちょっとね。我が国の首相、ちらつくのやめて、マジで、本当に。なんで裁定者がいるのにそんな傍若無人なのかっていうのもよくわかんないですけど、まあ、戦争とかいろいろね、経緯はあったのかもしれないですけど、やっぱり今までね、一人もなんかエイダーナさんを慕ってる人がいないっていうその人望のなさっぷりすごいやっぱ強権的政治というか、下手するともう独裁の域にある多分そうんだろうなと思ってて、まあ悪く言わなかったジャスミンさんですら、なんか呪いかけられてたしみたいな。いや、そう。長だから従わなきゃならないっていうだけで、エイダーナさんを信頼してるかというよりかは、長であるという立場を、イフしていた感じだったので。そうですね。で、ダリアさんに関してはね、暗殺まで企んでたので。いや、まあ、感情的にはわかります。やっぱ大事な人を、政治的な理由で排除されたってなったら、そりゃムカつくけど、まあでも思いとどまってくださったのでね。どんな理由があると犯罪は犯罪なので。はい。とは思います。ただそう、偉いな。罪を犯した者に必要なのは導きと許し。いやー、だからすごい偉いな。そこまで覚えないけど。いや、やっぱまだね、こう、懲罰的なことを望むんですけど、ただその罪の犯し方とか犯した何かによる、ね、ひまそらくんには懲罰的罰金が必要だと、損害賠償が必要だと思うので、はい。なあ。まあ、なんだろう、エダーナさんの肩もつきは1ミリもないんですけど、ただ、フォルトゥーナさんがこういう立場の人なんで、要は彼女と交友したいって思うこと自体が、もしかすると反エダーナ寄りの人しか集まってないっていうのはあるかもしれない。だってね、私のラジオに 74% もいるはずの政権支持者の人、ほとんど来ない。まあ、たまに来るけど、たまに煽りに来るけど。たまに、やっぱね、我々26% の26.5% の圧倒的マイノリティなので、4分の1ぐらいのそうなので。そう。はい。でも、それで、不安になることはないです。逆に、ちゃんと正しく、4割いますか、4割じゃねえ、4分の1いますからね。はい。体制に流されることなく、正義とか、平和とか社会福祉についてこう、目を向けられる己であるっていうことは喜ばしいことなので、今後もね、頑張っていこうかなと思います。はい。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。お願いいたします。主な質問は、あなたのベヒモスをどう対処するかということでいい？ええ、お願い。ついでに、私の個人的な知識の探求についても聞きたい。生命や宇宙の意味が、一枚のカードによって明らかにされるとは思わないけど、それは無理かもね。でも、あなたがそこに到達するための手助けはしてくれるはず。そうね。知識の探求とは、
必要な限り多くの角度から問いを投げることでもある。そして、あなたのデッキがもたらす角度は、まだ試していない。私がシャッフルする間、質問を頭に思い浮かべていて。何が出るか。おお。憎しみと後悔に満ちた流佐は、訪問者に汚れをもたらす。英雄は千の傷の痛みを伝える。英雄は大切なもののために戦うものを体現する。トライデントは魔法を貫き、感情を吐き出させる。落ちた民だか。なんか、微妙な。ベヒモス。だから、はい。なので、はい、でしかも今ベヒモス左側にの顔に出てるじゃないですか。はい、でこの落ちた英雄さんのこのシンボルなんですが、左腕がなかったんです。そうですね。もともと。そうですね。なので、私がつなげたけど。はい。なのでベヒモスを切り離すとも考えられるし、この槍って裏切り者だけを貫ける槍なんですよ。なのでだからグレーテさんに対して刺すでもあり得るけど、これエイダーナさんが裏切り者をなんかあれしたとかうんたらかんたらだったので、エイダーナさんをやるっていう風にも捉えられかねない逆境。勇気、でも正直共存するって考えた方がいいのかな。落ちた。だからベヒモスを召喚するという禁忌を犯して落ちたと考えることはできるけれど、でも後ろに建造物があるんですよ、このカード。そうですね。だから結局グレーテさんから建設を取り除くことはもちろんできない、し、だからといってでもここあれか、魔女が眠る墓標でしたっけ、ここ砂漠。確か。どっちだろうな。とりあえず。でもとりあえず。ベヒモスに置いていいですか？占い通りで行くなら順番通りに置かなきゃなんですけど、これゲームシステム的には置けるんでしたっけ？置けます。地の探求でも。置けるんだな。地の探求だった場合どうなんだっていう。結局禁忌を犯せって言われてるようなもん。そうですね。なので、ちょっとどっちにしろ微妙ですね。なんだろうな、地の探求にそれを置くと、死後の世界にも、死後の世界に探求するべきものがあるみたいな言い方にされちゃうかもしれない。確かに。どっちにしようかな。素直にベヒモスに置いときますか？選択肢何出てくるかが怖いんですけどね。そうですね。置いてみよう。お願い。慈悲。そのベヒモスは痛みを好む。だから痛みを与えればあなたに屈服するようになる。でも一応満点5ポイントもらえる。でも火ばっかりだわ。なんだこれ。今のうちに学べるだけ学んだ方がいい。でないとベヒモスから解放された時に後悔する。解放はしてもらえるって感じなんだ。じゃあやっぱり離れることはできるんですね。確かにこっち風ももらえるし、なんかただなんだろうな、解放が何を指すかなんですよ。何かしらダリアさんとかジャスミンさんとかみんなで力をとかグレーテさんとか最低者のテアさんとかと含めて、みんなで力を合わせてベヒモスとグレーテさんを分離させることに成功した時のことを解放と言ってるのか、処刑されて物理的に解放されちゃうっていう時なのか。でもでもな、後悔する。でも結局なんかでもエイダーナとかになんて処分を下されるかが全然ないでしょあれ。そうですね。なんだったっけ。だってこれベヒモスとどう付き合っていけばいいかでしたっけ。そうですね。ベヒモスから解放されるにはどうしたらいいのかっていうで、だから痛みを与えろっていう回答か、
学べるだけ学んでおけ、そのうち解放するからみたいな答えなのか。まあ、ベヒモスと統合しているっていう今しかない視点っていうのもあるので、うん。こっちでもいい気はする。痛みで屈服って結局グレーテさんが壊れちゃう可能性もあるので。そうですね。ちょっと危険ですよね。やっぱ火だし、激しい多分、ちょっと、攻撃的な回答ですよね。痛みを好むってなんでなんだろうな。まあこっちにしておきましょうか。そうですね。はい。今のうちに学べるだけ学んだ方がいい。でないとベヒモスから解放された時に後悔する。本当に？でもあり得る話かな。私はこいつを除去することばかり考えていて、この状況を利用することに思いが至らなかった。宇宙の神秘を解き明かしたいのなら、恐れるべきではないということね。あとデッキが後悔すると言ってるってことは、いずれあなたはそいつから解放されるってことだよ。おー、なるほど。やっぱり前向きな解釈だ。このカードからこの答えが出てくるのすごいな。すごいですね。嬉しい。なんか、優しいっていうか、いや、わかんない。経緯が読めないので、水平思考パズルみたいに、始まりと終わりしか教えられてない感じじゃないですか、今。まあ、そうですね。経緯がわかんないからいかんともしがたいけど、そうですね。いずれ解放されるは解放されるはずです。なので、ベヒモスに魂を握られてるというわけではなさそうですね。そうですね。はい。永久に解放されないだったらどうするかなと思ったんですけど、それはなさそうでよかった。いや、それは嫌だな。確かに。これは素晴らしい情報だね。教えてくれてありがとう。いいカードが出てくれましたね。そうですね。やった。結果的には。そして、ミレニアムなの？さて。原始の聖堂は悟りへの門を開く。竜は傲慢な守護者を体現。聖木の杖は風景に恵みをもたらし、過剰な土のエネルギーは不動性を生む。なんかすごい保守的なカードが地の探求の方で出た。不動か。はい。先人の建築なので、この月の聖堂が。はい。なので、昔に建てられたそれからインスピレーションを得ることがあるみたいなことじゃないかなって思うんですけど。宇宙の秘密を突き止めるにはより多くのルールを破る必要がある。あらゆる権威を無視し、禁忌の道を進むことでそれをなされる。嫌です。やりますよ、燃やしますよっていう感じですね。はい。あなたはもう十分考え抜いた。今必要なのは経験であり、生きることの意味は極めて強い愛と極めて強い喪失の影に隠されている。なんかすごい意味慎重な。それもそれでそうですね。結局机上の空論の可能性もあるっちゃあるので、そうなるとやはりその身をもって経験するというのも知ることであるよっていうことの示唆は可能性はあるかな。木の杖で芽吹いているので、古くて何もないと思われているところに何か芽があるっていうカードだと思うんですよね。ゲーム的にどうなのか分かんないですけど、私がこのカードから得るインスピレーション自体はそうなので、なのでもう終わってるとかもう価値がないと思っているものに何かしらの意味があるのかなって。この知識への探求はあなたの精神を蝕む。生きることの意味を知ったとき、あなたは現実とのつながりを失うことになる。怖っ。生きることの意味はでも人によって違うので、それが自分にとって大層つまらないものであったっていう、もちろんその結論に至らないかと言われると微妙ですよ。人によるので。でも現実とのつながりなので、とうとう地球人間としての感覚からバッキッと離れちゃうのかもしれない。悟りを開いちゃうのかな。悟ってるって一概にいいことばかりじゃないんですよ。わからないことがあるから人間
楽しいと探求で動けるので、うんそう全てを知った気になっちゃうと一気に何もかも面白くなくなるし、はい周りを貶めるようになるので、いや、まそれにしてもなんで我々火力高いのばっかり引くんでしょうね。火そんなもう欲しくないのにフあァイヤー行こうとかさあいやまあこっち赤だからじゃないですか、え赤だからじゃないですか。ああ、なるほどね。我々は、まあ確かにね、社会への、まあブルーかレッドかって言ったら 100% レッドですからね。どう見てもですし、やレッドっぱなんでしょうね、社会とか権力とか不条理に対しての怒りからこういう活動をやってるわけでしょ自然とそういうカードになっていくのか。だからやっぱ、やっぱね、芯が強い人は多分ね、ソードとか、ワンドとかを引きがちなのかもしれないですけど、でもソード出てないんですよね。もうエアーが全然ない。風が全くない。なんか、エアーの捉え方がちょっと違うのかもな、このカード。その現実のソード、タロットのソードとはちょっと違うのかも。もうちょっと軽やかで、情報とかだけを指してるのかもしれないな。冷徹な判断とかじゃないのかも。エイブラマンさん、今ちょっとカンニングしましたけど、エイブラマンさんの話だと文脈関係とか連鎖の花だって言ってましたよね。エアって空気だから。空気読めの空気に近い。まあそうですね、どこにでもあるので、一番身近にある、のでね、そうだな。チャット欄が燃えてます。多分この熱い情熱でね、はい。まあ熱い情熱で水のあれを選んでいきますか。そしたら、いやだってもう火いらないんですもん。水と部屋が欲しいんだよ。はい。それにやっぱ正直本当にグレーテさん自分をしっかり見つめて、社会についても見つめて多分もう考え尽くしちゃってるので、じゃあ何が足りてないってやっぱ新しい視点がいるって言ってたので、じゃあ動いてみようかっていう。というかまあ強い愛ってもしかすると恋愛的な意味でのパートナーを求めてるのかもっていうところがあるのかな。まあわかんないですけど。そうですね、なんかこう、自分のなんかこう情熱を分かち合えるパートナーが欲しいとも考えられるし、その建築、何かそういう造形物への愛が生きる意味になるあなたの場合はそれでいいんだっていうことかもしれないかな。チャット欄が炎上しているっていうことで、普通に火が焚かれてるっていうのはどういうことなんでしょうね。どういうことですかね。おかしいですね。はい、ということでこれを選んでみましょう。あなたはもう十分考え抜いた。今必要なのは経験であり、生きることの意味は極めて強い愛と極めて強い喪失の影に隠されている。参ったわね。そういうことか。生きることの意味とは生きることってわけ。くだらないと思ったならごめんなさい。いえ、あなたは全く間違ってない。私は頭の中で物事を考えすぎていた。答えがわからなくなるのも当然。目を閉じていては絵画を楽しめないのと同じように。もっと現実を堪能しろというわけね。おー、アニメーションで動いている。素晴らしいですね。演出なんか自信に満ちたお顔で素晴らしいですね。はい。そうですね。やっぱでミレニアム多分現実が指すのって地のエレメントのはずなので、確かあれですよね。でも水も使ったっけ？地と水を使った土の方がそうですね。多かったかな。確か知識寄りだったような気がする。で、水はまあ感情ですよね。確か解釈だと。なのでそんな感じで多分なんか現実に即したというかまあ精神性考えるとかって精神性だけど経験っていうとまあもちろん目に見えないものですけど、肉体で感じられるものじゃないですか。まあだからそういうことかな。いうところですかね。ねえ、そういうことだろうね。そのために
あなたも協力してくれる？喜んで。このベヒモスの問題が解決したら、今度は純粋に遊びに来るね。うん。ぜひそうして。じゃあ、約束ね。他にも何か知りたい？いえ、結構。ベヒモスに対処するためのヒントはもうもらえたし、私の方でももう少し調べてみる。ありがとう。近いうちにまた会いましょう。この悪魔に主人の存在を知らしめるためにね。楽しみにしてる。それじゃあまた。これ面白いんだよな。直立不動でスーっていくのちょっと面白い。面白いですね。ですね。あそ確かにそうですね。目に見えなくても確かに触れても鑑賞でき絵画ますね。は触れても鑑賞できます。はい。うん。まあ、ただ、物によるので、うん下手すると塗料が剥げたりとかはするので、触れて OK なものはもちん。ろんあるので、うんそれはそう、いろいろ。まあだからそのね、古い絵画を触れて楽しめるようにちょっとデコボコした隆起を作ってこう複製して、うんそれに触れれるような展示とかをね、どんどんいっぱい増えると面白いんじゃゃないかなってね、うん思います。うんうんはい。そしてなんかツッコミ入れて。面白そうだな。ベヒモスが人気のようだな。そうね。軽率で反抗的な魔女の間で大流行って感じ。この件については力を貸せると思うが、どうだ？おう。協力するって言い出した。だって、でも、自分のことだったら自分の力で解決したいでいいんですけど、はいベヒモスが関わってるから、うん。当事者、まあ、同一人物ではないにしたって当事者じゃないですか、エイブラムさん。そうですね同じ属性を持ってるので、まあ、もちはもちあなた一体どう、そうですね、もちはもちやかな、笑い声の読み上げありがとうございます。どういう風にですか？いや、そう。どういう風に？我々ベヒモスは皆それぞれの名を知っている。そしてお前がそのグレーテに同化しているベヒモスの名を知れば、彼女をそれから解放できる確率が飛躍的に高まる。新名みやっぱたいなそっかシステム？そう、悪魔との契約って、その悪魔の名前を知れば、こっちが圧倒的有利になれるんですよ。悪魔って名前知られちゃいけないんです。神名を握られちゃいけない。まあでも、日本の陰陽道にも多分あって、そうですね。そういう話よくありますよね。そう。神とか、あやかしとかそういう類に己の神名を握られると、魂を握られるっていう。でだから逆に相手の名前を知っていれば、操れるというか握れる。まあ、千と千尋の神隠しとかいう、あれでもね、琥珀川さんがそんな感じだったし、千もそんな感じでしたけど。そうですね。ですね。最高じゃない。じゃあ、その名前を教えて。どうかな。お前とは一蓮托生の関係とはいえ、そんなに簡単に自分の同族を裏切ることはできん。少なくともただではな。代償を払う約束はしたじゃない。これはまた別の話だ。あ、そう。じゃあ何が欲しいの？そう苛立つな。お前が収穫しているあの美味なる力を少しだけ分けてくれればそれでいい。火のエネルギー5つで仲間のベヒモスを裏切り、空気のエネルギー2つでその名を解放してやる。具体的すぎる。まあ、火は争いなので裏切りにつながると。そして、空気が剣騒動に値するので、切り離すという点で、
気なくなっちゃうじゃん。せっかく2個収集したのにちょうど2個もらえやったんだけどなよこせと言ってきいや、た。まあ、でもな、でもちょうどよくまあ2個収穫できたから、まあ、やってもいいのかなこれは。やっぱ、エイブラマーさんが同族から裏切られてしまうっていう危険を冒すことにはなりますけど、一応その代償を払っておけば、うん。矛先が広がるというところではあるんでしょうけれど、そうですね。まそう。いや、でも、今すぐに答える必要はない。どうするかは心の中で決めておけばいい。グレーテの解放を試みるときに今伝えたエネルギーを私に送ってくれれば、ベヒモスの名をお前の耳に囁く。なるほど。大した代償ではあるまい？お前の親愛なる死のためにほんの少し魔力を分けてくれればよいのだ。だけど量云々より、あなたがそれを使って何をしようとしてるかの方が気になるわ。これだけ時を共に過ごしてもまだ私が恐ろしいか。気を抜かないようにしてるだけ。あなたが禁忌の存在とされているのは、それなりの理由があるからでしょうし。好きに捉えるがいい。だがもう一度伝えておく。私はお前の味方だ。信頼って一朝一夕に築かれるものじゃないから。なるほど。とにかくその時が来たら私の提案を受けるかどうかを教えてくれ。まあ深く考えぬことだ。いや、深く考えなきゃダメでございますよ。ということはなんですけど、はいはい。カードを作るときに、そのカードに封じ込めるものとしてエイブラマーさんに差し出してそれをギュッとしてもらってるってことなのかな。そうエネルいうことギーをなのかな。カでード作成の時なのではい。なのでカードに使わないでエイブラマーさんに入っていくっていうことでしょ、契約のその対価として。だから何に使うんですかっていうところなのかな。でもな。ということはその時までに火5個と風2個残しておかないと積むってことですね。そうですね。名前を当てずっぽで当てられるとは思わないですし、悪魔いっぱいいるしな。で、あと多分ね、回数制限とかもあるんですよ。じゃないといつか当てられちゃうので。そんな気がしますよね。いやー、そのタイミングででもちゃんと残しておけるから、でも常にこれエネルギー残しておく必要に迫られないですってことは。そうですね。多分ね、他の選択肢とかでもこういうことが起こりうるってことでしょ。だから、水をくださいとか、ね。なるほど。冷たい水をください、できたら愛してくださいみたいな感じで、あるかもしれないので、そうなる。でもそういう使い方もあるということはやっぱりだからカードに全部ぶち込めばいいっていうことではないってことではないんですね。のか。ね。どうでしょう。カードでも一応難しいゲームだ。カードが作成、するにしても、あれか。あれでしょう、このインタラクティブフィクションめちゃくちゃ面白いですよね。めっちゃ面白いですけど、めっちゃ長いですよね。一応確認したけど、読まなくてもなんかいいらしいんですけど、でもエレメントが手に入る可能性はありますよね。ですよね。エアーがちょっと足りなさすぎる。ので、ちょっとエアーがないと困るし、で、こっからは火を使うわけにはいかなくなったので、次作るならまた水に全ぶっ込みって感じの。水に全ぶっ込みみたいなのしかなくなっちゃうから、それだとなんかデッキのバランスがあんまり今良くないので、ちょっとインタラクティブフィクションを読んでみますか。ちょっと、そうですね、選択肢広げましょうか。はい。もしかしたらなんか都合よくエアーが手に入ったりするかもしれない。いや、そうですね。都合よく。頼みますよ。そしてまた未読のやつが出てくれるといいな。はい。はい。ちょっと読んでみましょうか。で、これ長いから、あれなんか交互に読みますか？多分。そうですね。それが助かるかも。はい。
とりあえず原文私読みます。なんか。で、登場人物来たら。あ、そうですね。で、はい。そうですね。登場人物はじゃあ私が読みます。はい。ということで、ちょっとインタラクティブフィクションを読んでみます。棚にあるインタラクティブフィクションをどれか読んでみようか。世界の手、エヴァシド。やっぱ違うのが出ましたね。エヴァエヴァシド。エヴァエヴァ。偶然ですか？フォルトゥーナさんの旧友エヴァさんと同名の人を選ぶのは。ああ、そっか。あのエヴァさんドイツ人、いや、どっちでしょう。でもわざわざなんかこのゲーム内で被せるっていうのはなんか意図を感じませんか？気のせいかもしんないけど。確かに。ちょっと読んでみましょうか。その少女は朝方の霧に包まれながら道に沿って歩いていた。少女は泣いていた。少女の頭の中には父の言葉が依然として反響し、父の最後のキスの温かさが依然少女の方を脈打たせていた。生まれた時からお前には変わったところがあると思っていた。そろそろ自分の仲間と一緒になる時だろう。そう言うと父は暗闇の中に少女を置き去りにしたのだった。道は狭いが見失う必要がないくらいにははっきりとしていた。しかし地面から読み取れるその動線は全く新しい生活へ続くものであり、それが足取りを重くさせた。数時間歩くと道が終わるところの地面にノックするための金具が取り付けられたハッチが設置されていた。金具はアンティーク調の美しいものだった。青銅を削って作ったものと思われ、間にスフィアがはめ込まれていた。少女がそっと引っ張ると、ハッチはそれに反応してしっかりと開いた。スフィアは少女を待っていたのだ。少女は地下の暗闇に身を投じた。階段の高さを確かめながら降りていくと、うっすらと明かりに照らされた部屋にたどり着いた。闇に目が慣れてくると、少女は炎天状の部屋の奥に腰を曲げた女がいることに気がついた。よく来たね。今からお前は別の体の娘に別の血の姉妹となるんだ。儀式を始める準備はできてるかい？どういうあれちょっと待って、別の体の娘、別の血の姉妹。どういうことなんですかね。どうなんだろう、接続語がおかしいのか単純に理解が追いついてないのかがわかんないんですけど。いや全然意味わかんないですよね。父親からなんか捨てられたような感じで、まあ地下道のハッチみたいなとこに開いたらこの魔女みたいなのがいたっていう展開ですよね、今のところ。お前は違うと思っていたってなんか、なんだろう、なんか手のいい捨て方というか、我々の手には負えないから自然に委ねようみたいな、昔の、ね、よくあるやつとか、ほら、子供が神隠しにあったって言ってるけど、実際は人さらいにあってたとか、人身売買してたとかってことがある。でも、放置はネグレクトを超えてますからね。実際の人、大人が子供を道路に置き去りにするのは立派な虐待であり犯罪なので絶対にしないようにしましょうね。絶対そんなことしないでしょうけど皆様。いやでもどうなんだろう。そうって選択肢か。できてないですよね。意味がわからないですもんねこれ。そうですね。できてない。でもどっちがどのエレメントくれるかとか教えてほしいなって感じですけどでもどうなんだろうな。覚悟が決まってるのは下ですけど、どっちが風っぽいんだろうな。まあ素直にできてないにしていきますかね。それは無理だ。あんたは種だった時から私たちの一員だった。今こそその花を咲かせる時なのさ。あんたの中には、この世界を密かに支配している原初の力が眠っている。そしてその力は訓練されなければならない。力には犠牲が必要だ。世界に均衡が必要なようにね。女は少女に近づいた。女の肌は耕したばかりの畑のようにシワが寄っていた。
力は相対するものの間に眠っている。その力を捉えるには、自分の感覚の一つを手放さねばならない。視覚と聴覚は人間の理性を司る。匂いと味は人の感情を動かす。幼女は懸命に理解しようとした。手で触れる感覚は？その感覚は唯一手放すことができないものだ。私たちは成り行きを巧みに支配する手そのものであり、手は魔法と接続するための道具でもある。幼女は女の顔を観察しながら考えた。女は何を手放したのだろう。そしてどんな魔法を司るのだろう。失ってもそれほど問題のない感覚もあるだろうと少女は考えた。しかしこの選択にはきっと深い意味があるに違いなかった。恐れることはない。自分の内側を見てごらん。そうすれば正しい答えがわかるはずだ。五感のどれかを多分です捨てるってね、こと？はい。 4元素が多分それぞれだと思うんですけど。どれがどれだろまあ感情とかに関係するのは多分これだから水ですよね。でも音楽や温かい声は空気空気なのかな。だと思うけど、だって真空じゃ聞こえないですよね。そうですね。っていうけど、でも香りもそうじゃないみたいなとこだったりするし。はいはい。いやでもな。いやでもそっか、香りもしかしたらこう火に当てて香ってくるってことがあるから火かもしれない、香り。なんで果実は大地の実りなのでアースで、実体を伝える目とかなので映すものだから水とかなのかな。違ったらどうしようかな。占い師としての本領を発揮できているだろうか、どうなんだろうか。でもさっきのミラー、なんだ、謎のバーテンダーの人が持ってた鏡はあれですよね、水ですよね。タカね。今ちょっとカンニングして確認したんですけど、アースは現実何でできているか、エアーはどういう文脈か、何と何がつながっているか、ウォーターはなぜそうなるか、どんな感情か、ファイヤーはどう動くか、何を引き起こすか。だから土、現実、安定、空気、文脈、関係、水、感情、本心、火、衝突、作用みたいな感じみたいですね。喜ばせるが感情に値するのかな、じゃあ。感情どうなんだろう。まあ、どれもなんか感情な気がするけど。いや、まあ五感っていうぐらいですからね。はい。全てが接続されてはいるんですけれど。そうだな。世界の実体が土か。ってことは。果実の美味しさとかはまあなんか水か風のような気がするし、まあ音楽確かに温かい声はエアーのような気がする。香りもなんかでもエアーっぽい気もするか、どっちだろう。なんか香りか音楽だと思うんだけど、正解は。そうですね、どちらかどれか。まああれかな。でもこれ失うって言ってるから該当するエレメントが減るとかそんなことないですよね。減ることはないじゃないですか。まさかそんなトラップないですよね。まあ香りにしておきますか。ですかね。あんたは最も深い欲望を包む強力な波、嗅覚を手放すことを選択した。あんたの喪失はあんたの力にもなる。謙虚さと脱利を介してのみ、力の行使は可能となるからだ。これよりあんたは
欲望の実態に色付けをし、意味を持って育むことができる。水。水水が来てしまった。力って言ってるなって思ったので、力は水だなって思ったってなったんですけど。でも2か。それでも2は渋いですね。渋いですね。面白いんだけどな、お話。面白いんですけどね。一応カード見ときます。なんかモチーフ増えてるかな。なんかどういうカード作りたいかで、そのモチーフのコスト分を考えると、考える。でも、増えてないですね。なさそう。スフィアは増えてないですね。はい。多分。うん。で、多分、だからエアーが2しかないんで、今考えるとすると、多分、夕暮れの埠頭とか、水系のやつを作った方がいいと思うんですよね。そうですね。で、真ん中にはエアーが使えないから、だから結局、夕暮れの埠頭に、でも花屋か。花屋とかして、最後に、でも、そっか、今エアーを使ってしまうと、エアーが2から0になるのか。そうですね。ちょっと怖いかな。エーテルの翼を使えば、感情プラス空気みたいなやつは作れそうですけど。ほう。どうします？でも今作ると、微妙にバランスが悪いような、悪くないような。そうですね。この、風のエレメントコストを2個回収したいので、やっぱちょっと残しておきたいんですよね。一回。難しいな。今回カードじゃあ作らないでもう読んでみます？人待ってるし。そうですね。またジャスミンさんがいらっしゃるので。その時にもしかしたら、何かしらの風を。風ください。なんか風を求めるゲームになってる。ということで、ちょっとジャスミンさんがルイーズに力を貸してくれてありがとう。迷惑になってないといいんだけど、まさかあの子が直接あなたに連絡するとは思わなくて、顛末を知りたいからそっちに行ってもいいということで。心配して仲介してる身とはいえど、顛末を知りたいは本人から聞いてないんだったらダメじゃないって気もする。っていう気もしますけどね。占い師はね、自分が占ったことを絶対に人に言っちゃいけないので、守秘義務的な、国家資格的な縛りがあるわけじゃないですよ。ただ、倫理というか、占い師の仁義道徳というか、倫理というかっていうところで、だから誰のことを占ったかすらもね、言わないので、なので、ルイーズさんに聞けよって思うけど、ただ、これはゲームなのでね、仕方がないですね。ジャスミンさんをお招きして、ちょっとエレメントがどう動くか、ストーリーがどう展開されるかをちょっと見てみましょうかね。そうですね。はい。読んでみましょう。再び登場。こんな音楽でした？あれ？そういえば音楽変わりましたかね？違いますよね。そうですね。素敵な音楽。アルテーナ、ご機嫌いかが？悪くないかな？また会えて嬉しいよ。ほんと、またこうして普通に会えるようになるなんてね。あなたのガーデンも見に行けたら最高なんだけど。これだけ時間が経ったし、もっときっと綺麗に育ってるんだろうな。私頑張ったのよ。あなたに見せたいものがたくさんあるんだから。でも今日のところはこれだけ。ブルーアイリス。お？綺麗だね。ありがとう。
今左下に増えました？あ、そうですね。あ、ごめんなさい。飛ばしちゃったけど。体現するのは、信念と知恵と理解。すいません。クリックはできないですね、特に。はい。ででも左下に何か。でも多分、うんおそらくこれあれじゃないですか。カード作戦の時に選べるようになるんじゃないですか。あー、そういうことか。これでオブジェクト増えたってことか。可能性的にあるかな、かもしれないですね。しかも、アイリスって虹の女神の名前なので、我々虹を愛する者としては、はい。良い花ですね。この部屋の気を上昇させ、あなたの占いの力を高めるかなと思って。いいね。どうもありがとう。ルイースが来たんでしょ？来たよ。ごめんなさい。あなたの許可も取らずに話をしてしまって。ただ、友達と再会できた喜びを共有したかっただけなんだけど。そこが難しいところですよね。確かに。ジャスミンさんの友達であるフォルトゥーナさんと、占い師であるフォルトゥーナさんっていう、それぞれの側面を同時に伝えることになっちゃうので、難しいですよね。まさか、彼女がいきなりここを訪れるなんて想像できなくて。つまり、ルイーズさんはやっぱちょっと、自主性というか、なんだろうな、能動的な力が足りてないのかもしれないですね。ジャスミンさんの評価では。まあそうですね。でも、コミジアンなでも実際は、でもやっぱ実際はね、自ら足を運んで、フォルトゥーナさんに相談しに来たっていう点では、やっぱ、自主性とか、物事に対する真剣度が伺えるかなっていうふうに思いますね。だっていきなりね、地球が滅ぶかもみたいな話だし、行動力ありすぎですよね。それはそうなんですよね。そう。大丈夫よ、ジャスミン。平気だから気にしなくていいよ。感じの良さそうな子だった。とっても優しい子なの。あなたが彼女の力になれたのならいいのだけど。なかなか難しい状況にはいたね。何か問題を抱えてるってこと？彼女に何が起きてるの？いきなりこの話が来た。占い師としてはね、もう、間髪入れずに上なんですけど、はい。ルイースさんのお友達であるジャスミンさんに、この問題を共有することで、助けてもらうっていう、だからその占い師としての信頼は落ちると思いますよ。そうですね。だけど、エイダーナから地球で戦争を起こすように命令されてるんだよ。あの子かわいそうすぎるから助けてあげてっていうのって、ちょっとね、規模が違うから言うべきな気もしないでもないんですよ。どうなんだろうな。良くも悪くも、倫理観と良心なんですよね、占い師の守秘義務って。よくアメリカのミステリードラマとか見てると、クリニックの先生がカルテとか、カウンセリング内容を絶対に見せないっていう。いくらそれが、被害者のもので、被害者が亡くなっていれば出すんですけど、被害者が生きていたり、加害者っていうか、容疑者である可能性がある場合には、出せない、守秘義務があるから話せないって言うんですよ。だからやっぱ、犯罪者だとしても、やっぱ権利を守るっていう、そこの難しさというか、まあでもそれが正しいよねって思いながらも、なんか、すごくなんかやっぱ考え続けていかないといけない。まあやっぱり、シリアルキラーだった場合はね、どんどん被害者が増えちゃうので、まあそこをどう対策していくかっていうのは、まあ多分人類の永遠の課題としてね、多分今後も考え続けるんでしょうけれど、どうかな。なので、ルイーズさんを助けてあげてという意味で、ボロッ
と言っちゃうか、占い師だから明かせないっていうどう展開するかが分かんないんだよな、この後。だから相談された内容を明かすべきじゃないから、あなたが自分で聞いてみてになるならいいんですけど、どうなんだろう。難しいな。まあ、とりあえず、明かすべき、とりあえず倫理を守ってね、実況していきたいので。いや、まあそうですね。じゃあ倫理を守りましょうか。倫理を守りましょう。ゴブリンさん、このカラスです。遅い時間、全然、全然こちらこそ、金曜日に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。相談された内容は、明かすべきじゃないから。ごめんなさい。彼女に直接聞いてみるといいよ。よかった。そう、この流れがよかった。そう、この流れがよかった。そう。で、そうですね。下手するとルイーズさんからの信頼度が下がったかもしれないので、よかった。これが大事だな。やっぱね、信頼はね、それこそ一朝一夕で、できるもんじゃないので、積み重ねないとね、いけないので、さすが烏丸さんですね。はい、いえいえ。いや、私、下手すると下を選ぶかもしれないので、フィクションだしなっていう、合言葉で。でもやっぱそれでも話すべきじゃないので。それに、彼女の同意が得られたなら、喜んで話はするし。確かにその通りね。彼女の元を訪れて、何が起きたのか聞いてみる。最近、なんだか余裕がなさそうだから。そりゃそうだろうな。でしょうね。戦争を起こせとかひどすぎるでしょ。彼女も助けを必要としてると思うよ。じゃあ、今すぐ行くことにする。いいかな？行ってきなよ。バイバイ。ちょっと待って。どうしたの？グレーテの話もそうかしなきゃいけないですね。先に読んどいたからこの選択肢があるんですよね。そうですね。よかった。よかったよかった。グレーテっていう魔女のためにハーブが必要なんだ。あら、建築家のグレーテに会ったの？ダリアのお友達でしょ？彼女時間がないみたいで、私はまだ会えてないのよ。ちょっと嫉妬しちゃうわ。まあ、遊びに来たわけじゃないから。なんだか、すごく忙しそうだった。じゃあ、お忙しいグレーテさんは私と直接会う時間はないけど、私が作るハーブは欲しいというわけ？まあ、それはそう思うよね。おっと、なんか本気で嫉妬してる？彼女が欲しいと言ってるわけじゃなくて、私がそう思ったの。私が彼女を助けるのを、友人として力を貸してくれないかなって。そうなのね。ええ。あなたのためなら何でも。何のためにハーブが必要なの？ベギモスに取り憑かれてますみたいな。上はダメですよ。おいおいおいって炭酸抜きコーラみたいになっちゃいましたけど、おいですよ。死ぬわあいつ。いや本当にそうですよ。ベギモスに取り憑かれてたら死ぬわあいつになるじゃないですか。ね、同化したベヒモスですか。エネルギー効率が非常にいいんだとかなるじゃないですか。いやちょっと待って、なんでパキ実況になっているのか。まあいいや。とりあえず彼女の心を、はい。そう。ネット広告で見たんですけど、なんかバキの名シーンがグッズ化か T シャツ化してるらしいんですけど、なぜかおいおいおいがあるらしくて、なんで名シーンでそこ選んだんだよと思って、ちょっと面白すぎたっていう話を。ネットでこすられすぎてますからね。いや、そうなんですよね。炭酸抜きコーラ。グラップラー巻きシリーズを参照ください。すいません。わからない方は申し訳ありません。私もでもミームぐらいしか知らないんですけど、そうですね。まあでも、砂糖液だから確かにエネルギー効率いいに決まってるんですよねっていう。さて、ハーブは
もうそうですね。一択ですね。はい。彼女の心を癒すために。ストレスでも抱えてるの？それとも、個人的な問題から強い不安を抱えてて、それを解決する方法を探してるの。どんな手段を取るにせよ、彼女の精神状態が安定してるに越したことはないから。そう。心に不安があるというのは珍しい症状じゃない。ちょうどいいものがあるわ。本当？カモミールだな。やったやっぱりそうだった。素晴らしい、さすが。カモミールと乙女あざなを調合したものなんだけど、それにレモンと蜂蜜を少し加えてグレーテに飲ませてあげて。人間だった頃に好きだったおもちゃのことを思い浮かべさせながら。効果抜群だから。確かにちょっと魔法っぽいですね。そういうなんかおまじない的な手段をとって、簡易的な儀式っぽい感じいいですね。ありがとう、ジャスミン。まさにそういうのが欲しかったの。どういたしまして。これでグレーテも私に直接会ってお礼を言う気になってくれるかしら。嫉妬に効くハーブとかないの？私の友達で必要としてる人がいるみたいなんだけど。もう、何よそれ。じゃあ、そろそろ行くわね。ありがとね。それじゃ。なるほどなー。さーっと去っていきましたね。やっぱ、はい。あれか、やっぱコミュニティを築くっていうか、いろんな人と関わるのがやっぱジャスミンさんお好きなんですね。そうみたいですね。友達多そうだし。ね。まあだから、そうか。まあでもそうだよな。でも確かにね、筋が通ってないのもその通りなんですよね。だからジャスミンさんの怒りというか、疑念は最もなんですよ。直接会ってもないのにその子のためにハーブを渡せって言うんですかみたいなのって確かにそうですよね。そうですね。とは思う。ただその事情を知ってるから我々はって思うけど、そうだよな。まあ不安が強いね、大変な症状に遭っているという嘘は言ってないっていうまあ感じのそれはそう回答でしたけども。どうあがいても会えませんからね。レベルで侵食されてる、中身に入り込まれてるとかじゃなくて、もう、肉体側にも変化が出てるのであれば、もうごまかせないので、そりゃ確かに。まあ、見たらわかりますからね。ベヒモスに取りつかれた人やっていう。ただ、そうなるとやっぱちょっと、まあ、おしゃべりで気さくだけれども、ルールを重んじるタイプな、ジャスミンさんはおそらく報告するんだろうねっていう確かにところなので、なんか迷いながらも報告しちゃいそうですよね。でも報告したらもう絶対エイラーナに処刑されちゃうからそれはまずいですよね。だからその、報告はするけど救われるように全力を尽くすっていうタイプかなって思うんですよね。多分それは本当は正しいんですけど、やっぱそこのところが難しいですね。なんかまあでもでもやっぱルールを守るのも、大事は大事ですけど、でも相手が独裁者なので、独裁者にルールを守ってはあまり意味ないからそうですよ、一度も会ったことがないエイダーナさんのことを我々はとても嫌っておりますのでね。だって我々第1回目からね、だってエイダーナさんに相談しても握りつぶれされるかもしれないから無理ですよねってね、最初から言ってましたもんねそう、カモミールティーはリラックス効果があるし、ハーブティーなのでカフェインも入ってないので夜寝る前とかおすすめでございます。で蜂蜜がね、その蜂酸の恵みなので、ヴィーガンの方は蜂蜜もダメなので、そうなるとオリゴ糖とかの糖蜜、サトウキビとかの糖蜜とかね、メープルシロップは大丈夫かなとか、そういうのでもいいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちゃんとビーガンメニューまでありがとうございます。
ということで、あエアーが増えませんでした。はい。増えませんでしなた。ので、ダリアさんですフォね。ルトゥーナ、グレーテとの話はどうだった？彼女を助ける方法を思いついたんだけど、あなたの意見も聞きたいから訪れていいタイミングがあったら教えて、ダリア。なるほど。めっちゃ、でも、まあ今だったらギリギリエレメントもあるから、いきなりグレーテイベントになったとしても、まあなんとかなるのか。切り離すってなった時なので、おそらくグレーテさんのところに行くか来るかだと思うので、まだ大丈夫じゃないかな。まだ大丈夫ですかね。まあだとしても、だとしても今は足りるので、呼びますか？そうですね。あ、でもアイリスどうなってんだろう。あ、そうだ。ちょっと待って。あ、さあ、あれないのか。すいません。クリックミスでした。だから、アイリスのカードがもしかしたら、あれとして追加されてるのかな？うん、可能性があるかなと思って。と見てみますか。スフィアじゃなくてシンボルか、アルカナかシンボルかな。ああ、でもないな。適当にちょっと今選んでますけど。ない。手が外れた。違うのか。違いますね。ね、ブルーアイリスか。でも素敵ですね。お部屋に素敵なものが残ってきて、いいことですよ。何かプラス要素とかは別にあるわけじゃないのか。ちょっと勉強していいですか？はい。何ユーニア町4元素について空気変からの抜粋。我々超知りたい。師として長年教える中で目に見えない空気は学生たちにとって最も理解が困難な元素であることを実感しています。確かに。概念だもんな。無形という性質ゆえ、それは思考の領域から出ない存在とも言えます。コンテクストをいかに定義するか、それは全てあなたの捉え方次第であり、故にそのあり方は無限とも言えます。空気を真に理解した者にとって、コンテクストにないことなどは存在しません。あらゆるものは絡み合い、確かな関係性でつながっています。ジャングルの中を流れる川とオフィスで働く従業員は決して無縁の存在ではないのです。まあそれはそう、対岸の火事なんてことは存在しないので、空はつながってるし、海もつながってるので。哲学者の才能は、あらゆるものを包括するコンテクストを見出す能力で測れるとも言えるかもしれません。皮肉なことに空気のエネルギーが増えすぎると、論理的な思考が阻害され、混沌が生まれます。なぜなら、あらゆるものとあらゆるものが影響し合っている混沌こそが、空気の究極の形だからです。バケツの水に紙の船を浮かべた場合、その動きは大体予測できます。しかし千の船を大海原に投げ入れて、その結果を予測しようとしても、きっと心が折れてしまうでしょう。複数の空気のエネルギーを合わせれば、あなたは予測不能性と運と富を得ることになります。すなわち、把握しがたい定めを。もらえないんかい。ちょっと待って。はい。そうですね。コメント欄に今、はい。占いの時の選択肢とかもらえるようになるとかって書いてあるけど、確かにそれもあり得ると思うんですけど、これなんか究極のカードの作り方のヒントだったりする可能性ありませんか？確かに。なんか、風のコストを一定数以上込めたカードがなんか、レアカードに大進化しますみたいな感じの可能性あったりしないですか？なんか、空気のエネルギーがいっぱいになった時って言ってたので、もしかして、まあそれもあり得るし、もちろんその、フォルトゥーナさんが、占いをする時の解釈が広がる可能性はある。そうなると我々もうベッドの上から4、5時間動けなくなる。そうですね。なんか、一応勉強は別になんかしなくてもいいっぽいんですけど、小説と一緒で。でもなんかヒントとか多分もらえる可能性はありますよね。
うん例えば世界観を楽しむために必要ではあるのかなですよね。やっぱこういう知識が。うんうんううんん、やっぱ、プレイに必要ないけど、その世界観を咀嚼するために必要なうん要素なので、面白い。やっぱね、我々はやはりそういうところが面白くて好きですよね。そうですって思っね。ちゃう。うん。とりあえずダリアさん呼んでみますか。お招きしますか。話が進むといいんだけど。そしてあ、エアが剣に乗ってらっしゃる。するですね。あ、そしてまた音楽違う。本当だ。なんだその呼び方は。おっとやっほーフォルリー。やっほーダリア。いいんだそれで。あ2世紀経ってもやっぱりそういう呼ばれ方は好きになれないわ。なんで？呼び名だと思ったんだけど。この話はもう何度もしたでしょ。フォルリンもフォルタンも好きじゃない。ましてフォルコなんて持ってのほか。フォルコかわいいと思うけどね。オタクがね、SNS で使ってる呼び名っぽいですね、なんかね。そうですね。そう、呼び名がフォルコかわいいね、みたいな。今週のフォルコ面白かったね、みたいなことはあり得るかもしれない。ちょっと、笑うところじゃないし。わかったわかった。グレーテを助ける方法を見つけたって？あ、そう。悪魔払いの方法について調べてたらね。検閲された文書が見つかったの。ベヒモスとは明記してなかったんだけど、今回の件の解決策としてぴったりに思えて。あったんだよ。異次元の存在を魔女から文字通り切り離す方法がね。本当に？どうやってやるの？魔力を付与した刃を使うの。私は魔骨のダガーを鋳造する。なんだか危なそうね。ダガーに関しては私は専門家よ。任せておいて。確かにそうよね。うん。で、そのために私の力がいるの？その通り。儀式の成功率を高めるためには、グレーテを体現するエッセンスをダガーに付与する必要があるのよ。で、あなただったら、どんなエッセンスがそれに相当するかわかるかなと思って。それは、あなたの方がよく知ってるんじゃないの？私よりもずっと付き合いが長いわけだし。いや、正直、私は彼女を捉えきれていない。グレーテっていつも自分のことに没頭してプロジェクトのことだけが頭にある感じだから私には思いつかなかった。個人的な情報を暴露する必要とかはないから。そしてあなたのデッキの洞察力は私も身をもって体験した。グレーテのためにカードを読んだんでしょ？うん。なら私よりも正確な答えが出せるはずだよ。私はダガーにどんなエッセンスを付与すればいい？これは哲学ですよね。どこも選択肢あるんだけど多いな。でも何でもかんでも建設まあ下の二択かなとは思うんですけど。建築だったらだってダリアさんだって思い浮かぶんじゃないですか。まあでも、うん、なんか建築で意気投合したって言ってたでしょ、ベヒモスと。うん、なんで共通の趣味ということなのか、哲学もしくは、真実のような気がするんです。
けど真実に取りつかれてるっていうような話もしてましたよね、確か。そうだからうん、まあこの世の真理を探しているみたいなものなんでも、やっぱじゃあ哲学なのかな。あなんか悩ましいですね。どっちでも正解っぽいけど、まあ多分ね外れはないんですよ。ただどれが最もベストであるかっていうところかな。っていうか何引いたんでしたかね。ダリアさんグレーテとどうやって仲良くなったんでしょうね本当に気になるな。まあでも2人とも何かを作る人そっかですよね。そうですね。だが専門家鋳造家と建築家っていうところでまあ共通項があったのか。もちろんジャスミンさんは何かを作る方ですけれど、ジャスミンさんはその一応植物っていう生きてるものと接してて、ダリアさんとグレーテさんはそれぞれその無機物を相手にしている制作、クリエイターというかアーティストなので、もしかするとなんか道具屋とかで出会ったとか、可能性は高いですね。確かに気になるな。魔力とかでもお互いにね、こうお互いに全然似てないからこそ、こうなんでしょうね、相性があったというか、お互いにないもの持ってて面白いみたいな、そういうのもありですよね。素敵だな。どうなんだろうやっぱ哲学なんかひたすら哲学を探求、真実を探求してる人って感じでしたよね。なんか考えることをやめた時に私は死ぬんじゃないか説みたいな。真実というよりかやっぱ哲学なのかな。哲学にしてみますか。な気がしますね。はい。哲学。確かにそうかも。私みたいなのにはまるで無縁なエッセンスだけどね。そんなに卑下しなくていいですよ。単細胞とかね言わなくていいですよ。やっぱ自分の分かることしか分からないので、知らないことは分かんないから、それはそれでいいんですよ。ただ知らないっていう自覚がないと、おごり高ぶり溺れるぞっていう話なので。そうですね、そう思います。はいね。私だったら恐怖とか力とか喜びとかかな。そもそも哲学がエッセンスとして存在することすら思いつかなかったし。よし、過去最高のダガを作ってみせるよ。待ってろよグレーテ。すごい、自分で解決して自分で去ってった。本当だ頑張ってねダリア。単細胞なわけなくないですか。すごくめちゃめちゃ考えてる人ですよね、ダリアさん。多分でもその方向性がグレーテさんとかフォルトゥーナさんとは大きく異なるだけで、やっぱめちゃくちゃ考えてはいるよ。なんか繊細とか傷つきやすいとかじゃないけど、でも相手の痛みとか苦しみがわからないわけじゃないっていう。誰かのために己のなんでしょう、返り討ち覚悟でまで差し違えてでもやってやるっていうぐらいに誰かのために怒れるっていう情に熱い方なのでそれって逆に言うと知識とか知性に勝るものだと思うんですよ。やっぱ私はねラブイズナンバーワンなのでそう、愛は地球を救うけど24時間テレビは地球を救わないのでっていうところだけど、そうだな、ああいう性格の人だからそうですね。俺はバカだけどよくわかんねえけどよみたいな構文で喋るんだけど、でも実際そうかっていうと、だってあれですよね、恐ろしい独裁者を倒すために自分で自己流の武器を製造して実際実行はしなかったけれども、差し違えることを考えた上で実行に移そうとしただから山上徹也じゃないですか、いやそうなんですよ。めちゃめちゃ思索深い人ですよねでどっちかというとなので山上さんと違うところは、心の中で止めてくれる
誰かが周囲にいたかいなかったかですよね。周囲にやっぱ恵まれてたから辞めたんでしょうね、ダリアさんの場合。山あなた上さんはや孤独だったからあなたやそう、あなたやジャスミンに何て言われるかを想像したら無理だったって。ですよね。だから自分の力だけじゃとどまれなかったんですよ。でも自分の力だけじゃとどまれなかったけど、誰かのためにはとどまれたんですよ。すごいことだと思いますけどね。すごいですよね。それにだから俺はバカだからよくわかんねえけどよっていうのが嫌いっていう方いるし、まあ実際確かにバカかバカじゃないかっていうか、頭がいい方が素晴らしいみたいな規範に乗っかった言葉であるのは確かなんですけど、逆言うとですよ、自分は何も知らないって理解してる人の方が知識があるし理性もあるんですよ。やっぱ、なので俺はバカだから分かんないけどよっていう人ほど謙虚、世の中にはたくさんのことがあるから、俺が知ってるこれっぽっちのことが全てじゃないって分かってる、賢者への一歩を踏み出してる方なんですよね。なるほど。でこれはエリーゼさんかな。ルイーズさんですね。ルイーズさんか。名前を忘れましたね。またそちらに伺ってもよいですか。エイダーナの件で進展があったのでお話ししたいです。なんか次から次へと来ますね。もう呼んじゃいますか。だって結局他にいらっしゃらないので、呼ぶしかないけど。エレメントが一つも増えないし助けてエアー不足が深刻助けて、まあとりあえずルイーズさんから得られることを願って呼んでみましょうか。ルイーズさんにね、当てはまるお声が思いつかないんですよね。己の演技が全然認められない。ルイーズさんの声が降ってこない。ルイーズさん降ってきて、私に降ってきて。お願い。よし。余計わかんなくなっちゃった。頑張ろう。ね、そう、それぞれ違う思考のフレームを持った方が集まるのが理想。そう、みんな同じこと考えなくていいんですよ。目指す先が一緒であれば、社会正義と公共の福祉のために団結しようねっていう、まあ、それが連帯じゃないですか。ってことだと思うのでね、我々はこれからも連帯して頑張っていこうと思います。はい。お招きいただきありがとうございます。こんにちは、ルイーズ。どうだった？あなたが言った通りでした。私はエイダーナの元を訪れ、プロジェクトに必要なエネルギーの代替取得方法について話をしました。でも、彼女はろくに耳を傾けようとしませんでした。何かがおかしい気がします。彼女には正気がないというか、何かあったのかは聞けませんでしたけど、なんだか嫌な予感がするんです。大きな嵐が近づいてきているかのような。それは確かに気になるね。エイダーナに何が起きてるか調べたいとこだけど、彼女がここを訪れて私にカードを読ませるなんてことはないだろうしね。それによく考えたら、私が新しいデッキを作ってるってことは彼女に知られたくない気がするし。彼女には近づかない方が身のためかもしれませんね。ところで、私、恋人に自分の正体を告白しました。そしたら、最高の結果になったんです。おー、よかった。素晴らしい。前回の配信でそうですね。ちょっと地球にいる、まあ男性とね、関係を築きたいということだったんですけど、まあ自分の正体を明かしなさいということを言ったんですけど、よかったですね。はい。やっぱ偽りの姿だけ受け入れられてもいつか虚しくなって心が壊れてついていけなくなるので、きちんとそうですね、見せたくないものは見せなくていいんですけど、受け入れてほしいものは見せないと、分かんないのでやっぱね、そうですね、なんだろ
ね、なんだっけ、サイキッカーじゃない、サイキックじゃないのでね、我々。地球人基本的にサイキックはね、サイキックの力はない。そうそう。そうですよ。ね、連邦軍のね、モビルスープの性能とかがね、全然わからないので、やっぱそうなると、ちゃんと、やっぱ言葉にして伝えるっていう、やっぱ我々にはね、言葉っていう素晴らしいものがあるので、はい、言葉はね、ね、ペンは剣より強いんですよ。はい。聞いてるかな、世の政治家たちって感じですけど。ね、だからちゃんと勇気を持って話してくださってよかった。自分を偽らずに誰かを愛せるというのは、本当に幸せです。フォルトゥーナ、あなたは私の生き方を変えました。おかげで私は、自分を拘束していたくだらない鎖から解き放たれたのです。それは本当に良かった。私のデッキのせいで、あなたが困ったことになるんじゃないかって心配してたの。あなたにプレゼントがあるんです。どんな？世紀の衣です。宇宙ステーションのエネルギーから糸を紡いで作りました。どうぞ。おお。宇宙飛行士から取得したエンテレヒを使い、ルイーズがフォルトゥーナのために編んだ衣。おお、しかも嬉しい。エアーシンボルだし、素晴らしい。やったーやったけど使えるのかな。エアーが欲しいよ。でこれ宇宙飛行士さんいらっしゃったか。けどそうですね、シンボルだから使えるか。だからアルカナが宇宙飛行士さんでシンボルこれ使いたいですね。風が足りねえですね。はい。てかもう風とかその辺を瓶の蓋開けて走り回ったら入らないですかね。空気のエレメントね。はい。そうで、あとそうルイーズさんは地球なんか誰かの強い感情とかから生まれるエネルギーを編んで衣とかを作るっていう糸を紡いで衣を作るっていうその雲っぽい見た目にぴったりな能力魔法を持っておられる方でして、そのエネルギーを生み出すためにエイダーナっていう古文の長が第三次世界大戦を起こせとかわけわかんないことを言ってるっていう流れから今ここに来てるんですけど、よかったですね。エイダーナさんの悪事を一つ防げるかな。まあそれはまだわかんないですけど、まあとにかくなんか本人はそれどころじゃないっぽいから、まあ良かったですね。いや、よかった。ね。綺麗だね。ありがたくいただくよ。私の感謝の印です。いつか本当の意味であなたにお返しできる日が来ることを願っています。気にしないで。これだけでもう十分。これは社交辞令ではなく、何か私にできることがあったら、いつでも言ってくださいね。そうするよ。ありがとう。それでは、お元気で。あなたもね。あれかな、占いがうまくいったら何かしらお返しがいただけるってことなのかな、これ。そんな感じですよね、今のところ。まあ、ルイーズさんからもらえたし、ジャスミンさんからも。ダリアさんから何もないけど、大丈夫か。ダリアさん多分最初の占い、もう一回来るのかな。いまいちうまくいかなかったから、そのせいじゃないかなって気がするんですけど。やり直したいけど、このゲームにやり直しはないんだ。はい。ちょっとね、なんかうまくはまらなかった。あれこそ、それこそあれじゃなかったでしたっけ？戦争のカード出たけど、なんかうまくはまんなかったんじゃなかったっけ？なんか、でもなんか厳しいこと言った方が良かったんですか？でもそんな問題じゃない気がするんですけどね。でも、ダリアさん多分もう一回来る気がするんですけど。まだ来ますよね、おそらくね。これは一体？来ていただきたい。あ、グレーテさんだ。フォルトゥーナへダリアから悪魔払いをするための魔法のダガーを受け取った。あなたの方は他に何か見つかった？あなたのところに行って一緒に儀式を試してみてもいいか？おー、グレーテイベント進められる？
ってことは。ということは、やっぱダリアさんからのあれがないということ、やっぱしくじでも、エネルギーがない段階で、うん。あれはもう避けようがなかったのそうで、ですねちょっと悔しいけど、どうすればいいんですかね。RTA 奏者ならどうにかできるのかな。いやでももう今の段階だとエアー2がまあギリギリ保ててるから、まあカードちょっと作れないけど、カードを無理やり水のやつ作ってグレーテさんを呼ぶか、それともグレーテさんをそのまま呼んじゃうかじゃないですかね。水、いる気が。知ってます？なんか水っぽいの作ってみます？水と土で。水、なんか作れるかな。こねこねとして。こねこね、そうです泥っよ。ぽいやつ。火が5でしょ？火が5だから、あと3しか使えない。で、エアーは1つも使えない。ないので、あだから難しいは難しいですね。あ、やばい結構な。硬いんだよな。だから夕暮れの不当か最有力候補は、水は使えませんね。で、百中の神殿もまあ一つありだけど、でもこの今の選択だと多分なんか硬いというか攻撃的なカードが今多いっていう風に、まあちょっと我々相談したんですけど、言われてたので、まあ夕暮れの不当しかないかな。うん。ちょっとそう、組み合わせてみますか？何かしら。そうですね。はい。ちょっとやってみますか。で、ハッピーは作れないので。そうですね。ハッピーさんとかは無理なので、これを使うと風エアがなくなるので、だから、エアがなくなるので。女公爵か、狼の母と子か、あるいは、鹿のパラディン。パラディン、あと盾がありましたね、シンボルに。それを持たせても面白いのかなとは思う。いや、だから宇宙飛行士は絶対あれと一緒に組み合わせたいから今作れないですよね。まあ、どっちにしたってエネルギーが足りない。なんで風くんこんなにないんですか？あとは花屋か。花屋、まあ、もしかしたらやっぱ風あえて手に入りづらくなってるのかな。さっき勉強した時になんかすごく難しい扱いのやつですって言ってたので、わざと、ゲットしづらいのかもしれないですね。どうなんだろう。狼のパラディンと盾は何のエネルギー？土か。じゃあ土、水でちょっとで作れるんだ。そうですね。で、私としては、タロットのイメージなので、カップとペンタクルが攻撃的にはならないと思うんですよね。だからこの呪いがかけられた不当にパラディンがいるのめっちゃ面白いですけど。そうですね。ちょっとあまり背景と合ってないかもしれないけど。なるほど。パラディン。まあこういう突拍子もないのも面白いっちゃ面白いけど、なんかそうですね。背景なんかあるかな。パラディンを制作するか、パラディンならでも百中神殿の方がいいのかな。でも百中神殿だとちょっとエネルギー足りないのか。あっちがあれですか？もしかしてパラディン分なくなる感じですかね。1足りないのか。必要だからそうですよね。5と2なので、そっかそっか。そうなんですよね。どっちでなんかじゃあ他の、待って、でも私が口出すとめんどくさいな。なんか他に、じゃあここでシンボルを変えますか？なんか別の何かが。まあなんか、花屋がいいような気がするんですよね。なんかさっきからずっとその気になってたのとしては。そう。その気になるっていうのって直感が続けてるの必要だよって教えてくれてることなので、それ大事にしてください。はい。そう、だからクライアントがどう思ったかとか、なんかピンときたことありますかっていうのってすごく大事なんですよ。そうなんですね。だから花屋さんと
まあなんか水で攻めるのもいいけど、花屋と合いそうなものといったら、ライフルはちょっと違う気がするし、スノーキャットの目か。うん。まあ水ですけど。いや、これだと感情、なんかすごいねになってる。なんか、すごいし配置が面白いことになってるんですけど。配置がでも、夕日が映ってる方が、まあ、不当感全然なくなっちゃいますけど、夕日が映ってる方いがいい。や、個人的には、はい。夕日美しいなと思うので、ここで、なので、傷ついてしまった方に、美しい花を送って、心を癒してくれる優しい花屋さんと、はいはい。その使い魔みたいな感じでどうでしょうか。そうですね。なんか確かにそんな感じで、このスノーキャットの目ですか？これをはめていくと、なんか合ってるような気がする。意外とマッチしますね。突拍子もないかなってちょっと思ったけど。まあやっぱ元がね、なんでしょう。まあ魔法というか、こういう偶話的というか、シンボルとかを組み合わせてみるものだから、なんか別に合ってなくても問題ないというか。で、これブルーアイリスか。そうですね。もともとあったというか、あれか、これのアイリスの使い方を教えてくれたってことなのかな。もしかしてそういう感じの意味もあったんですかね、さっきのイベントというか。なので、もしかすると、アイリスを選ぶと、こういうワードが選ばれやすいよっていうのを教えてくれたのかもしれないですね。そういうイベントの可能性はあるか。そうですね。面白いな。カードクリエイト。これ本当に、実況なのでね、できる限り、烏丸さんが一生懸命巻きでやってくださってるんですけど、多分、個人でやってたらもうこれ、ねえ、いつの間にか朝日が昇っているっていうことがありえますよね。そうですね。なんか無限にできますよね、これ。やろうと思えば確かに。あれ、オブジェクト一緒に選択できるんだっけ？こうか。だからちょっとこれを、頭が。カツラ。だからカツラあるの面白いですね。面白いですね。どういう意図でカツラを用意したんだろう。でもなんかめちゃくちゃかなと思ったけど、意外と合ってますね。本当になんかやっぱ、本当に、だから、やっぱこういう美しいロケーションに花を添えませんか、物理みたいな感じがしていいですね。そしてチャット欄に本当に朝日が昇った方がいらっしゃる。なるほど。このゲームをやっててですね。いやでも本当朝日昇りそうですよね。物理的にはい、皆さんもですね、面白いゲームなのでよかったら見て、プレイしてみてください。でも、朝日が昇るのは気をつけてください。はい、そうですね。やっぱ、選択肢によって全然違うルートを通ったりだとか、違う返答が得られたり、占い結果ですら多分違うはずなんですよ。そうですね。なので、逆に、実況で見たからもう楽しみなくなったじゃなくて、自分だけのルートを自分のカードで切り開くっていうことができるっていう点では、実況ゲームとしてすごく良いのではないかと個人的に思っております。いや、美しいですね。いいですね。さて。近いところに来てこれ、配置によって、慈悲の心。宇都は潮と哀愁の潮流を生み出す。最後の花の方向は愛と欲望を喚起させる。ガラスの人形とスノーキャットの目は根源的衝動をもたらす。水のエネルギーの氾濫が隠された可能性を解放。慈悲、健全、憧れ、情熱、力。いいですね。なんか今までのと足りない感じのやつが。ね。今までなんか悪いカードばっかりで悪いっていうか、攻撃的な意味を持ったりとか、ちょっっと悲しい意味があったり。地位があってあるの、そっか、落ちたものの涙ぐらいしかなかったから、いいですね。けどやっぱ落ちたものの涙と、白旗持ってる軍隊大好きなので、まあ、そう、カードの意味がとかじゃなくて、カードが現実世界に訴える意味が好きなんですけど、ね。
そうですね。非常に強力なカードなんですけど、多分強すぎるから、なんか今までのプレイだとポテンシャルを最大限活かせてない気がする。うん。そうですね。どこで出すかですよね。うん。よし。ただやっぱね、落ちた英雄もね、はい、そうですね。これもすごく好きなんですよね。やっぱ強い、強いですよね、エネルギー、生きるエネルギーを感じるので、はい。いいなって思って。うんうん。よし、ということで、カードクリエイトしました。はい。ありがとうございます。やっぱなんか、バーテンダーさんもそうですけど、この花屋さんもすごくなんか、お話を、そうですね、聞き出すのが上手そう。そうですね、今のあなたにはきっとこの花がお似合いだって言ってスッと出してくださいそうな感じする。いい感じになんか相談役が作れましたね。お二人ほど。だから、水っていうか、なんだろう、柔らかい感じのエネルギーが足りないときは、このどっちか出てくれれば、多分、解決できるから、そしたらエアーも回収できるのではないかという。ではないでしょうか。はい。よろしくお願いしますよ。はい、やっぱね、水って、ね、書いてあった通り氾濫すると命を脅かすんですけど、本来は清らかに浄化してくれる、浄化の象徴でもありますし、恵みでもあるんですよね。水がない大地では作物が育ちませんし、人間80% でしたっけ？水なので、そう、だから水っていうものからやっぱ逃げられないんですよねっていうところではある。さて、では。エネルギーはあるので、グレーテさんをやめましょうか。やっぱこれ面白い。この移動私もやりたい。めっちゃ面白いですね。キャプテン翼みたいです。体感、スーって、ね、無回転ですよ。いらっしゃい、グレーテ。気分はどう？汚染されてる気分かな。ベヒモスが私の思考に侵入し始めた。とても強力で、心地いいものではない。本当にやるの？もちろん。異次元の魔物に乗っ取られるなんて、私のプライドが許さない。そうだよね。で、あなたはどんな情報を得たの？使えるものは全て使いましょう。儀式の鍵となるのは、ダリアが作った魔骨のだが、これはまさに芸術品よ。見て。綺麗だね。ダリアの才能には、本当驚かされる。あなたが作成の手助けをしたと聞いたけど。ちょっとした見解を共有しただけ。何に関する？ダリアは、ダガーを強化するのに必要なエッセンスを知りたがっていた。あなたと最も同期する刃を作るためにね。そうか。だから彼女は、これを哲学者の刃と名付けたのね。結局のところ私は、建築家よりも哲学者に近いのかもしれない。あなたが試作の神殿を建てたのは、そこに閉じこもって考えるためだしね。傍から見れば一目瞭然ということか。これ合ってたのか？多分どうなんだろう。正解に近い選択肢だったんじゃないですか、ね。真実、哲学あたりが多分正解に近いんかったんじゃないですかね。かな多分。まあ真実、哲学、多分建築でも多分、やっぱり私は建築だ。でもよかったかもしれないですけど、なんだろうな、自信を失わせたかったわけじゃないんだけどな。そうですね。でも己の中に抱えてる哲学的な感情を建設に投影しているという意味では、建築家を辞めるべきでもないし、哲学者と言われることに不安を覚えなくてもいいっていう、なんかちょっと難しい感情を持ちますよね。ご本人がどう思うかなのであれなんですけど、いっそ建築家と名乗るのをやめるべきなのかもしれないね。
建築家兼哲学者でいいんじゃない？確かに。まず、儀式の成功率を高めるために、運命の司の円盤を召喚してもいいかしら。もちろん。でも、運命の司の円盤って何？ 80 年ほど前に、数学者の魔女である巡礼者によって発明されたものなの。あなたは幽閉されていたから、知らないのも無理はないわね。なんかこいで初めて出たキャラですね。巡礼者ってそんななんか普通に巡礼してる人みたいなですね。そうじゃないんですか、逆に。どうなんだろうな。あ、今コズミックオイルシスターフットが 50% オフ1000円だそうです。はい。皆さんよかったらぜひプレイしてみてください。私はオリジナルサウンドトラックプラスアートワークセットも購入いたしました、バンドルで。そうなんですか？いつの間に。やっぱちゃんと、なんでしょうね、実況したゲームできる限りちゃんと利益還元したいので、自分でも買うようにしてるんですけど。なるほど。ありがとうございます。いえいえ。やっぱ自分の物語を自分で紡ぐっていう感覚があるゲームなので、ぜひぜひ、ストーリーのネタバレはちょっと面白くないかなと思う方はね、我々の実況が終わってからね、買っておいた、ね、やつをすればいいと思うので、ぜひぜひ。ただこれ選択肢次第ではセリフとかはガラッと変わりますよね。ストーリーは割とクレーテさん問題とか、さっきの、解決問題とかね、いろいろルイーズさん問題とかは解決するのか、流れなのかもしれないけど、多分占いの結果によってもかなり変わってるし、はい。運命の意図を読み解くための特別な円盤でね。重要な局面に遭遇した際に、自らの魂を円盤と紐づけることで、望みが叶う確率を知ることができるの。いいね。私のデッキを補助する道具としても使えそう。つまり、私たちが儀式の中で行おうとしていることが、どれだけ効果的かを知ることができる。確率が分かったからといって結果が変わるわけではないけどね。これはあくまで自分の心の平安のため。いや、実際、これはかなり役に立つと思うよ。成功確率を知ることは実際の確率に影響すると占いの第三原則では語られているの。そんな風には考えたことはなかった。なら、その影響がいい方向に働くことを願いましょう。いずれにせよ、これがその円盤。18%？ 引く。ちょっと待って、選択肢失敗しました。それかね、自分の魂と紐づけてって言ってたでしょ？はい。ベヒモスと同化してるんだから、ベヒモスが操るんじゃないかと思って。そうなんですかね。いや、でもちょっと確率低すぎないか。選択ミスった。ちょっと待って、やだ。ダメですよ。グレーテさんのことは助けたいんですけど。助けたいですね。でも、これから助けたいけど戻れないんだよ。神明を探れば上がるのかな、もしかして確率的に。よかった。やっぱ残しで正解でしたね。そうですね。このままいったら多分、高確率で失敗するんだけど。ただ、嫌なのが、ダガーに、ダリア酸性のダガーに使うの、で、ベヒモスの名前だった場合、その場で炎上してなくなっちゃうんですよ、ダガーが。そういうこともあるのか。なので、はい、この取り付いてるベヒモスと違う名前であればいいんですけど、どうなのかなと思って。でもそうですね、ちょっとエイブラマー補正をかけますかね。エイブラマーさん呼ぶしかないですね、これは。でも本当にちょっと話を進めてみましょう。期待してたよりも成功率が低いわね。何せ相手はベヒモスだしね。でも、
私たちはまだ全ての手段を駆使してない。運命を私たちの元に引き寄せましょう。そうね。気持ちを強く持たないと。友達のジャスミンに頼んで、あなたの心を落ち着かせるハーブを分けてもらった。あ、ジャスミンハーブもここで使えるのか。よかったーねえ、本当によかった。これで、より儀式に心を集中できるはずだよ。いい香り。人間の子供時代に好きだったおもちゃを思い浮かべながら、このハーブティーを飲んでみて。私はレゴが大好きだった。建築かー素晴らしい。レゴプロパガンダに悪用しないでください。はい。はい。そう、ちょうどね、昨日ね、みんなで苦しみながら、はいね、上映会されてたので、やっぱ、子供のクリエイティビティのためにあるものであって、大人がプロパガンダに使うためにやるものじゃねえので、はい。ね。でも、一番好きだったのは、アドベンチャーエイジのジェイソンのぬいぐるみ。それがなんだかは知らないけど、あなたの表情を見る限り、すでに後悔は現れているよね。確かに緊張感が和らいだ。見て、運命の司の円盤の値が少し上昇した。でも 8% しか上昇してない。あ、8%、6% か。大丈夫。やっぱ少しだな。いやでもエイブラマン補正で1万%成功でもいいので、うわーっていうね、本当にうまくいったみたいね。よかった。ジャスミンにお礼を伝えておいて。あなたが直接伝えた方が喜ぶと思うよ。わかった。じゃあそうさせてもらう。じゃあ、儀式の手段について説明してくれる？想像していたよりも、やることはシンプルだった。ダリアがこの素晴らしいダガーを完成させたことで、困難な仕事はすでに終わったとも言える。あとはあなたがこれを私の胸に挿入するだけ。私が？刃の片面が私の肉に向き、もう片面がベヒモスに向くようにして。誰かを刺したことなんて、これまで一度もないのに。あったらあったで嫌なんだな。これは刺すというより、精密な調理のようなもの。あなたは料理をするでしょ？うん。包丁の扱いには慣れてるけど、こういうのは自分ではできないの。だからあなたに託したい。ダリアを呼んで彼女に切ってもらうっていうのはどう？いえ、あなたにやってもらいたい。あなたとは特別な絆を感じるから。ベヒモスつながりですか？己の探求心とか復讐心とかのために禁忌を破るだけの度量があるっていう。ダリアさんは度量がなかったとも取れるので、はい、まあいい意味でなんですけどね。善人なのではい。はい。円盤爆散させましょうかね。はい。私。ほら、あなたに説明したことで円盤の値が上昇した。運命もこれを支持しているのよ。30% に上昇しましたね。はい。ちょっといい感じだな。どんどん上がれ。どんどん上がれ。どんどん上がれ。上がれ上がれ。私たちの絆が強ければ強いほど、儀式の効果は高まるとダリアは言っていた。だからあんだけやっぱ対話したの大事なんですね。そうですね。
ああ、なるほどなるほど。私はあなたに対して自分をさらけ出した。長い間、誰に対してもやらなかったような形でね。この絆をさらに強める手っ取り早い方法は、あなた自身の秘密を私に教えることだと思う。そしてその秘密は、知っているものが少ないほどいい。なるほど。そっか。さあ、あなたが抱える秘密を教えて。これいきなり私もベヒモスを召喚したでいいのか？誰にも言ってないのは一番上だけですね。多分。わかんないけど。そうですよね。うん。キッチンカーの話はここに来てさっきしましたし、で、お姉さんがいるっていうのは、まあ、人間時代に話してますよね。うん、で、自分の体を切り刻みまくったっていう話をしてるので、2番目も言ってるので、一番上だけ言ってないんですよ。そうですね。ってことじゃないんですか？まあだからベヒモス召喚したこと、これ確かに2回3回同じことを選べるとも限らないし、ここ命がかかってるので、まあベヒモス召喚しましたって言うしかないか。言いましょうか。言うしかないですね。はい。ベヒモス召喚し、エイブラマーさんにより、神名を教えてください。はい。よろしくお願いします。私も、ベヒモスを召喚した。冗談はよして。あなたは私に命を預けようとしてる。だったら、私もそうするのがフェアだと思う。エイブラム、姿を見せて。信じられない。こんなことが。このことは誰も知らない。私の親友でもね。なぜベヒモスを所有しているの？所有はしてない。私たちは協力関係にあるの。私が彼を召喚したからこそ、私たちは今こうして話しているとも言える。私は、これ以上の幽閉には耐えられなかった。だから私は彼を呼び、私の自由を取り戻すために協力してもらっている。私のデッキを作るために、アルカナとチャレンジングする方法を教えてくれたのはエイブラマー。私は、彼に命を救われたの。なんて表現したらいいか。適切な言葉が思いつかないけど。素敵じゃない。ああ、誰かに打ち明けられるって本当にいい気分。受け入れてくれてありがとう。当然よ。今の話を聞かせるのに、私以上に適した相手はいないだろうしね。冗談はさておき、私を信頼してくれてありがとう。とても光栄に思う。言うまでもないことだけど、あなたの秘密は必ず守る。私たちは共に禁忌を破った姉妹というわけね。最高の姉妹ね。エイブラム、もう言っていいよ。いや、ちょっと待って、新名教えてくれ。ちょっと待って。教えてくれ。今 64% まで上昇しました。でも、そう、倍になりましたね。やばいですね。なったけど、あと一押しですよね。でも、やっぱ、100% 近くいいにしたい。だってまだ高市支持率に及んでないんですよ。そうですね。危ない危ない。あ、承知した。では、そろそろダガを挿入しましょうか。でも、まだ心の準備が。これ以上待ったところで、それは変わらないと思う。そして、私はもう覚悟を決めた。だったら、意識を集中させるために、2分くらい瞑想させて。
2分くらいならお安いご用よ。ありがとう。いよいよだな。心は決まったか？ベヒモスの名を得るための代償を支払うか？はい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 。はい失敗は許されない。はい。失敗は許されない。ええ。ではお前のエネルギーをいただくとしよう。ナンパ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 ビミナンナイ。ああ、この衝突の香り。では私の同族の名を明かそう。その名はゲイテリアン。ありがとう、エイブラマ。礼には及ばん。まあ、きちんと契約を施行してるからですね。いい、まあ、いやでも、待って、パーセンテージ上げてほしいちょっな。と待って、パーセンテージ変わってないんだけど、変わらないっていうことないですよね。どうなんだろちょっと待って。いやでも、まあでも、とりあえず払っといていいんじゃないですかね。うん。怖いよ。怖いよ。どう？う。ちゃんと払われてますね。払われてますね。うん。準備はできた。あなたのベヒモスの名前は分かった。その名は、ゲイテリアン。おお。ああ、運命の司の円盤が激しく反応している。一体どうやって？私は、エイブラムと精神協定を結んだの。そして、彼からあなたのベヒモスの名前を買った。買った？あなたが自分を危険にさらしていないといいけど。大丈夫。そんなに大きな代償は支払ってないから。エアーに。割といや、大きなエアにはい。重いですね。ただね、火のエレメントを得るときに一番ダメージを食らってるので、やっぱ、あのエネルギーはだいぶ強いは強いんでしょうね、火って。そうでしょうね。うんでも火がたくさん得れてたのでよかったですね。はい、よかったです、本当に。あと 6% も足そうや。いやもうーね、不安分子いらないんですよ。お願いします。お願いします。多分。私のために、そこまでしてくれてありがとう。近畿の姉妹は互いに協力し合うべき、でしょ？そうね。では、突き刺しタイムといきましょう。そういう言い方やめてよ。ごめんなさい。この場の緊張を和らげようと思って。それで和らぐと思うあなたが私には理解不能だわ。でも、あなたはリラックスしてるみたいね。まあ、今はそれが一番重要なことだし。じゃあ、このダガーを挿入するよ。準備はいい？やってちょうだい。おお。私は、どうなった？やったよ、グレーテええ、そうね。やったわね、フォルトゥーナ。本当にありがとう。はあ、緊張した。心臓が破裂するかと思った。ベヒモスはどこに行ったのかな？逃げていった。あなたがダガーを私に挿入している間、私の中で英語にも覚えるような長く激しい議論が繰り広げられた。そして最後に、あの存在は私に恐怖を覚えた。まるで、この宇宙よりも大きなエネルギーをあなたが私に注いでくれているかのようだった。本当に心強かった。あなたは本当に素晴らしいわ。本当、よかったね。これからどうするの？
このいい知らせを伝えに行くつもり。まずはダリアね。彼女も私の命の恩人だから。そうね。この成功は何より彼女のおかげ。また、すぐあなたに会いに来るわ。私はここで自由を得ただけではなく、あなたという友も得たのだから。私もあなたと会えてよかった。それじゃ、また会いましょう。またね。ほえー。一気に忙しくなったものだな。気分はどうだ？いや、めっちゃいい気分ですね。はい。とりあえずこれは悪しき者に打ち勝てるのはね、いいですね。目の前で素晴らしいことを成し遂げたのに、一番下は論外だしね。なんですけど、はい。で、2番目はなんかちょっ、とアメリカンジョークみたいな、なんか皮肉に皮肉を返すじゃないですけど、やっぱね、feel so good って感じで、そうですね。はい、行きましょうかね。とってもいい気分。ようやく生きてる実感が戻ってきたって感じ。はは、気分が明るくなったようで何よりだ。で、これからどうする？エイダーナがどう動いてくるかってのが一番の懸念事項かな。遅かれ早かれ、私の新しいデッキについても知るはずだから。自由を得るなら、どこかの時点で彼女と相対する必要があると思う。宇宙の輪はすでに動き出した。そしてお前は瞬く間に子分との関係を取り戻しつつある。気を抜かず宇宙が我々に投げかけてくる機会をつかみ取れ。でも、どうやって？運命を操れってこと？分かっているはずだ。その点において我々はそう違わないのだからな。どうかな。確かに可能性のある未来を読み解くことはできる。でも私があなたを召喚するまでエイダーナの刑から逃れることは不可能だった。本当にそうか？私を呼んだのはお前の意志であり、パズルのピースをはめているのはお前だ。つまり私があなたを作ったとでも言いたいわけ？は？はっ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 は。勘弁しろ。私はお前を勇気づけようとしていただけだ。お前は私に多くを負っており、それゆえに大きな代償を支払うことになる。それを忘れるな。だが私を召喚したのはお前であり、それはお前の意志の強さを表している。もっと自分に自信を持つことだ。わかった。なんか言いくるめられたような気がするけど。見ろ、ファルコンが来ているぞ。お、あれ？テアかな？テアさんだ。おー。セーブ入りましたな？入りましたね。そして、オルトゥーナへ恐ろしい知らせが届きました。どうか一刻も早くお話をさせてください。よろしくお願いいたします。テア最低者番号210。はぁ何え恐ろしい知らせ？恐ろしい知らせ？何が恐ろしい知らせ？勘弁。今エアーの元素ないからちょっと待って待ってエアーゼロ待ってエアーゼロの状態でエアーゼロの状態でテアさんと対峙しなくてはならない。ちょっと待って何
ということで、はい、左翼占い師 VTuber がコズミックホイールシスターフット実況プレイ第3回でした。いかがでしたでしょうか？そうか。はい。いや、非常になんかいいところで切れましたね。はい。ちょうどでしたね。はい。なんか、ね、次回何があるんだ、次回城之内シスって感じになってるんですけど。いや、城之内のポジションにいるのは、フォルトゥーナさんじゃないですか。いや、そう、死んじゃダメだ。やっぱちょっとね、いや、またしても巻き込まれる城之内くんで、城之内くんは死なないので大丈夫です。はい。大体アンズポジションにいるのがテアさんなのか、そしたらよくわからないけど。かもしれないですね。やめてヒューゲーもうハガのライフポイントはどこにゼロよいや、っていうね、エアはゼロこれ違うんですけど、いや確かにエアはゼロなんですよ。特に我々のエアはゼロよね、なんでゼロなんですか？なんでゼロなんですか？ください。だってさっきエブラマーさん火だけでやってくれればいいのにエアも欲しいって言うんだもん。いや、本当に2取っておいてよかったよ、本当に。あの後手に入らなかったですもんね、一つも。うん。そうなんだよな、エア。だから、エア自由でしたっけ？指してるの。空気だから、なんて言うんだ。文脈であるとか、なんだ、背景、関係性、流れ、運命みたいなところですね。はい。まあ、だから、運命を、はい。暴力を持って解決するっていうところで、風と火だったのかな。っていうとこなんですかね。どうなんだろう。いや、でもなんか先からいろんな来訪者来てるけど、エレメントが全く増えないぞ。どうしたものだ。困ったな。困りましたね。これは困りましたよ。次にまたエイブラマーさんがエレメントくれみたいなこと言ってきたらやばいですよね。何が欲しいんですかねって言って震えないといけないっていう。だからもうテオさんが嫌がっても何してもテアさんが、ね、嫌がっても何してもとりあえず占いまくってエレメントをとにかくよこせっていやそれはそうですね。もうそうなんですよね。はい。ということでちょっと次回もですね、頑張って実況していきたいと思います。まあ次回はおそらく何もなければ5月16日土曜日にできるかなと思いますので、すいませんでした、はい、今日ちょっと金曜にもかかわらずお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価して引き続きご視聴いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい。ということで本日もありがとうございました。一応ですね、土日はまあなんかできたらするかもしれないですけど、ちょっと予定入れてないので、まあ5月12日ですね、またカラスマラジオ等でお会いしましょう。古川さんの方は何かありますか？特にないですね。まあ、また、コメント欄にやってくるので。はい。よろしくお願いします。ということでは、はい、お疲れ様です。戦争、紛争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対しますということで、そうですね、引き続き、あらゆる差別に反対しつつ実況してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。それではお疲れ様でした。お疲らすでした。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさいませ。